よし。こんばん、こんばん、こんばん、いらっしゃい。あ、どうも。いらっしゃい、いらっしゃい。一旦 BGM 流しとくね。どうも。お待たせ。いらっしゃい。よく来たね。ということで、今日も、今日もコメントビューアーが出てないね。僕にはコメント見えてるんで大丈夫です。なんでだろうね。これでさ、こうしてちょっと待ってね、今再起動かけてます。というわけで土曜日ですけど、皆さんいかがお過ごしかな。僕はさっきまでバンカライブを見てました。いや、いいね。いいよ、あれは。これで、あ、出た。はい、出ました。はい、OK です。コメント表示されてます。ということで、はい、本日もご来場いただきありがとうございます。ちょっとね、ゲームの方を後ろに乗っけるとね、これ音楽が消えちゃうんだよね。これどう聞こえてる？今、エモい BGM、あ、ちょっとこっち消すね。こっち消して、どう？音楽流れてる？これで音量調整をしていきたいと思うんだけど、聞こえてる？これをね、なんと OBS の画面を前に持ってくると音が消えるんですね。ということで、これで頑張っていこうと思うよ。音量調整必要な場合は都度言ってください。ということで、今回はシーズン、ゴーストピアシーズン1というゲームをやっていこうと思います。たまたま見つけたゲームなんですけどね、ホームページ Steam の紹介画面に載ってたアニメーションがとてもいいということで、あとレビューが、ストーリーがとてつもなくいいというレビューが書いてありまして、気になってたので買ってみましたということで、ゲームの紹介をしていくね。えー、っとえー、っシーズン1、どこにも行けないこの街でいろいろできない私は夢を見ると、そういうらしいです。自称幽霊の住む常夜の街で暮らす少女たちが繰り広げる不器用で温かい孤独と親密さ、しばしば暴力にまつわる物語らしいですよ。これ実はね、暴力表現あるらしいです。ゲームを開く前に暴力表現ありますがよろしいかみたいな感じの注意かけが出てきました。こんばんは、いらっしゃい。この可愛い絵柄で暴力表現があるらしい。で、これね、キャッチコピーね、無残な可愛さと寂しい暴力。僕のサムネで使わせていただいた言葉だね。これはどういう意味なのかと、これを見ればわかると。ストーリーをちょっとだけ読んでいきます。雪に閉ざされた終着駅の街。短い昼が終わると街にあふれるのは幽霊たち。でも本当の幽霊じゃなくて、不死身の自分たちをそう呼んでいるだけだった。幽霊の理想郷、誰かがそう言っていた。でもどうなんだろう。ただのごちゃ混ぜの街でしかないような気がするな。彼女小夜子はそう思っていたけれど、小夜子はこの町でたった一人の異邦人。新入りのちょっと不思議な女の子、夜とルームシェア中。小夜子は故郷に帰りたかった。誰も越えたことのない町を囲む雪の砂漠を越えて、あるかもわからない故郷へ。忘れていた大事なことを思い出したかった。それが夢だった。どこにも行けないこの町でいろいろできない私は夢を見ると。そういうストーリーだそうです。ということで、この
僕を小さくして、ここにいる女の子がさよこっていう子らしいですね。よいしょ。この子はエモいですね。いいですよね。この子が故郷に戻るための物語だそうで。よし。ということで、早速やっていきましょうかね。ようこそ。ここへ、この町へ。これ実はね、なんて言うんだっけ。グリッチ表現っていうんだっけ、グリッチノイズ、なんか画面にノイズがかかった表現が通常でされているんだけど、ちょっと見づらかったからね、それは設定で消させていただいた。ちょっとね、ノイズがかかってるよね。ちょっとノスタルジックな雰囲気らしいですよ。では1話始めていきます。おお、この子がさよこだね。基本操作 Z を押すと物語が、キーボード操作必要らしい。僕クリックだけでいけると思ってキーボード閉まってました。出します。よいしょ。はい。見えるかな。ちょっと見づらい？大丈夫？長い旅をした Z ね。駅から出た時にはもう夜だった。冷たい風が吹いていて、私は不意に帰りたくなる。ここは滅びの町。確かにそう言われるだけはある。寂しい場所だったけど。でもすぐに思い直す。彼女の願いを叶えるために。約束を果たさなきゃいけなかった。会いに来たよ。口の中でそうつぶやいてみた。おお、約束。夢を見るのが夢だった。私は近頃寝ているばかりだけど、ちっとも夢を見ることができていない。夢が見たかった。現実とは違うどこかへ行きたかったんだ。でも、どれだけ眠っても、夢の世界は私に触れてくることはない。そもそも私を夢を見たことがあるんだろうか。自分でもよく分かっていなかった。始まったね。最初のアニメーションからいいね。そういうわけで私は曖昧に目覚めかけていた。夢のない眠りのドロッとした暗闇から体が少しずつ浮き上がって、そういえば私はドロドロの一部ではなかったこと、そして自分の体を持っていたことを思い出す。でもまだ眠っていたい。眠りに尻尾をつかまれて、もう一度ドロドロの中身へ身を沈めようとしていた。二度寝を決めようとしている。あくびをしがてら、なんとなくまぶたを開けると、ああ、これは電話の音だ。私はこれに起こされたんだ。嫌な目覚めだ。そのちょっとしたひらめき、思考の花火によって私は眠りから切り離される。また起きちゃったんだ。また。空っぽの胸の中にひやりとした水が流れ込んだみたいに、心が冷たく重くなる。寒そう。窓の外を見ると夜明けが近づきつつあった。雨かな？雪かな？みんなが家に帰り始める気配。いそいそとせわしないけれど、どこか満足げで希望にあふれているような感じがして、意外と早いんだね。7時とかかな？もっと遅いのかと思ってた。そして私の心の温度はまた1度ほど下がるんだ。出かけよう。
こんな夜から？どこへ行くんだい？私は早急に着替えを引っ張り出してコートを羽織って玄関のドア、私の暮らすアパートの椅子のドアのことだに手をかける。ひんやりとした金属の感触に眉を潜めてノブをひねって廊下に出て階段を降りてドアを開けてしまえばそこはもう外だった。おお、この子が主人公ね、さよこちゃん。音量大丈夫かな？外はいつも通りだ。分厚く雪が積もっている。いつだってこの通りだった。この通りだった。ブーツを持っていてよかったと思う。寒そうだね。ふと目をやったレンガ造りの壁には少なくとも私が母国とする言語によるものではない落書き。お菓子みたいな、遠くに見える建物はまるで輸入品のお菓子みたいなパステルカラーが色合わせてなんだか曖昧な色違いになっていた。高い建物はほとんどなくて、目立つのは街の中心に突き立った一本の筒、これかな。あるいはそれよりも遠くに見えるてっぺんに玉ねぎに乗せたような教会の BGM でかい？ちょっと下げるね。ちょっと大きいね。僕もね、耳が死にそうだった。こうし、あ、違う、こっちか。こうして、でかいか。設定の音量下げるか。システムメニューで、音量 BGM 下げるか。全体的に下げる？このぐらいで。閉じる。プレイ再開。こうか。どうだろう。こんなもんか。高い建物はほとんどなくて、目立つのは街の中心に突き立って一本の筒か、あるいはそれよりも遠くに見えるてっぺんに玉ねぎを乗せたような教会の独特のシルエットくらい。これが玉ねぎ。右側にあるやつかな。とにかくここは私の本来の居場所ではないような気がしていた。へえ。ここは幽霊の街。大丈夫そう？誰かがそう呼ぶことにした。いや、誰もそう呼ぶしかなかったんだ。へえ、ここは幽霊の街だから。幽霊の街。他に大したものもないし、この町に住んでいる者の名前がそのまま町につくことも当然のことだった。ここに住んでいるのは幽霊だった。みんな？いや、誰もそう呼ぶしかなかったんだ。寿命もなく永遠に生きて夜中に活動する自分たちのことをそうとでも呼ばなければ不安だったんだと思う。だから本当は幽霊みたいなものだった。でもみたいなものという言葉は不安だらけ。やっぱり幽霊と呼ぶことにやっているみたいだった。人間ではないのかな。もちろん私も幽霊だった。夜中に活動するんだね。だから暗いんだ。幽霊たちが家に帰り始めるような夜明けになって私は幽霊の街へと繰り出すんだ。あ、そういうことか。地平線の彼方がやや青みを帯び始めているからきっともう間もなく夜は明けるんだろうなと。昼夜逆転してるから夜明けにみんな帰るんだ。この時間が好きだった。この時間の空が好きだった。いいよね。空なんてどこにでもありふれたものが好きだなんて自分でも安上がりでどうかなと思うけれど、いいと思うよ。それでもなんだか私を包み込むように広がる黒から紺、そして青い青へのグラデーションは私をワクワクさせて同時に安心させた。雪。一歩踏み出してあれと思う。あれ、私はなんでこんなに心の冷たい思いをしてるんだっけ。自分がさっきまで何を考えていたのかぼーっとしてわからないことがよくある。いつだったかわからないような遠い過去から私はずっとこんな感じだった。
その様子は我ながら壊れた機械を思わせた。そんなことしなきゃいいのに。でもこの手の悲しい回想を自力で止められることは確か一度としてしてなかった。思いを巡らせて自分がなぜ悲しい思いをしてこんな寝ぼけ眼で外に出てきたのか、記憶を掘り起こしてみる。足は勝手に歩き出していた。無意識は意識よりも大きなものだと誰かが言っていた。こじんまりとしたアパートのこじんまりとした門を抜けた。雪の上にたくさんの足跡が残っていた。けれどそれは私とは逆向きに帰っていく足跡だった。そのちょっとした寂しさが記憶の蓋を刺激したのかもしれないけれど、私は思い出した。そうだよ。今日は夢を見れなかったんだ。あの子からの電話で起きて、それでいても立ってもいられなくてこうやって出てきたんだった。どんな電話だろう。グラフィックかわいいね、このちっちゃいの。さよこちゃんね。思い出したくなかった。けれど忘れている限り人は思い出そうとしてしまうものなんだろうな。思い出したいという欲求は三大欲求にはかなわないとしてもそれなりに強いものだと思う。かわいい。まあ仕方ないよねと。そう、仕方ないんだ。独り言を言いつつザクザクと雪を踏みしめて歩き出す。電話相手のところに向かうのかな。通りに出てしまえばもう道は除雪されていて歩くのはぐっと楽になった。通りには人っ子一人いないけれど建物の中から幽霊たちの視線を感じる。この絵いいね。気分のいいものじゃない。でも直接顔を合わせるよりはずっとマシだった。この町に幽霊はたくさんいるけれど、現在進行形で誰とも親交のない私の唯一の趣味はこうして早朝の町を散歩することだった。懐かしいような、物悲しいような、それでいてワクワクするような、いつもそういう気持ちになれた。まるで出来の悪いかき割りのような変化のない通りを進んで、そしていくつかの角を曲がれば景色は少しだけ変わる。町の中心の広場に着くからだ。ここが広場かな。一人っぽいね。ベンチがそこかしこに置かれ、広場を一望できるような立地に喫茶店の看板も出ている。いいね。しかし、穏やかな雰囲気が流れるでいいんだっけ、和やかだっけ、憩いの空間かというとそうでもない。その逆のものがあまりの強い存在感を放っているからか。ミサイルが落ちてるよ。広場の中心、かつては噴水だったと思われる石造りのオブジェは見る影もなく崩れていて、代わりにその場所には羽根付きの巨大な金属の筒がそびえ立っている。昔からずっと作られ続けてきたそのシンプルで明確なシルエット、存在理由もまた同じくらい明確だった。破壊、それもなるべく大規模であればあるほど良い。それを見間違えるはずはなかった。ミサイルだね。倒れないんだ。どういう種類だとかそういうのは私が分かるべくもないけれど、それはそれ以上でもそれ以下でもなくミサイルだった。ミサイルだね。この町がどれだけ続いているかわからないけれど、幽霊の町の最初からずっと今まであそこにあり続けているらしい。爆発したことはないからきっと不発弾なんだろう。へえ。しかし、そして不思議なことにこのミサイルの表面にはびっしりとこの町の幽霊たちの名前が切り刻まれている。それはまるで、慰霊碑のようだった。もちろん私の名前もあった。変えた覚えもないのに私の字で書いてあるように見えた。へえ、この赤と黒の部分かな。不思議だね。あ、ちょっと動くよ。僕今カーソル左右に動かしてるんだけど、ちょっと動くね。すごい。上下には動かない。左右にアングルが動く。
悪徳商法に乗せられて知らないうちにサインしてしまった契約書みたいだ。よくないね。おお、すごい。ちょっと動いてる。この町が好きだったらちょっとは誇らしかったりするのかもしれないけど、私はこの町が好きではなかったので嬉しくもなんともない。むしろこのサインが私をこの神気臭い町に縛り付けてるような気さえして、私はなんだかムカムカしてきた。おお、ロッキーロード、どういう掛け声だろう。2、3歩下がって助走をつけてミサイルを思い切り蹴り飛ばした。痛くない？もっと細かく言うなら、私の名前の部分をめがけて蹴った。そんな下にあるんだ。後ろで声が上がる。そうだよね。爆発したらどうするんだ。そうだよね。びっくりして振り向くと、見知った赤毛の女の子がそこにいた。知り合いの子か。あんまり会いたくない人。いや、幽霊か。爆発するよね、これ。知ってる子？こればかりは忘れない。ちゃんと覚えてる。かわいい。あーにゃ。何？なんだよ、別に何もしてないだろ。彼女は何もしてないけれど、私はそうではないし、何を言ったらいいかわからない。もちろん彼女が何をしてくるなんて何かをしてくるなんて責めてくるなんて思ってないよ。彼女のことは嫌いじゃない。でもそれが許されるかどうかという話。どういうことだろう。気まずそう。そういうわけで私は情けない声を上げることしかできない。どういうわけだ？ちょっと待って、なんかあったのかな。私はきびすを返すと全速力で逃げ出した。恥も外交も、捨てた走り方。腕を大きく振ってドタバタとした足取りで。逃げる。さよこ、逃げる。あの赤髪、アーニャは私の背後から現れたので、大雑把な円形をしているこの町の大回りして私は帰らなければならない。わかんない。のんでり出てるかもしれない。どんなに速度を上げたつもりでも気持ちに体が追いつかなくて走っている感じがしない。何度も転んで何度も泣きそうになって、なんかあったのかな。いつの間にか我が家に帰り着いていた。後ろ手にドアを閉めるとやっと一心地ついて、お腹の中がまるでスースーと風が抜けたみたいに寂しさを感じた。そういえばもう長いこと何も食べてない。お腹空かない？なんか食べよう。あったかいもの食べよう。死なないからいいんだけど。餓死もしないの？玄関先で脱ぎ捨てたコートは端の方が溶けていた。なんで？発泡スチロールにみかんの皮を垂らした。発泡スチロールにみかんの皮を垂らす。皮の汁を垂らすと溶けるの？泡立って溶けてドロドロになってポタポタと垂れていた。誰かやってみて。おえって相当気分悪そうだよ。ベッドの横に脱ぎ散らかしたブーツもかかとと靴底が使い物にならなくなっていた。消耗品なの困るね。足も溶けてる。そしてベッドの上に投げ出してあった私の足もドロドロに溶けていた。どういう現象なんだろう。幽霊にも痛みはあった。皮膚が溶けて露出した筋肉が空気に触れて乾燥して引きつって痛い。痛そう。部屋の中の空気がほんの少し揺らいだだけで刺激物を塗り込まれたような耐え難い痛みが襲う。朝日の下で幽霊は生きられない。そうなんだ。途中転びまくったのはきっと足の筋肉の一部が失われた影響ではないかと気を紛らわせるために考えた。でもそんなに大きい問題じゃない。
へえ。これも再生するのかな。別に気にすることじゃないよ。この町では何も死なない。放っておけばいつの間にかしかるべき状況に戻っている。そうなんだ。じゃあコートも戻ってくる？眠るということは眠りの暗闇にひととき体を預けることだ。だから次に目を覚まして体を取り戻すときにはすっかり足も治ってこの痛みも消えてるといいな。痛いね。痛そうだね。髪も溶けてる。誰も答えやしないのは分かっているけど声を出してみた。そうだね。そうだね。そうと答えてくれる人がいたらいいな。僕が答えるよ。そうだね。少しは寂しくないかな。枕に涙が一粒落ちたような気がした。それきり目を閉じていたので気のせいかどうかは分からなかった。おう、動く。線路だね。円形には街が見えて私はそこへすごい速さで向かっていた。僕は電車、横はただ見渡すばかりの雪の砂漠で、目の前には線路が長く長く伸びていた。枕木の一つ一つが見えないような速さで後ろに流れていくので、これはかなり速度だとぼんやりと思った。これだけの速さなら風を体に受けたり寒かったりするはずなのだけど、そういえば私は何も感じていなかった。そこで初めて自分には体がないことに気づく。体のない私は視点としてのみ存在していて、しかもその視点はどうやらこの線路を走る列車のものらしかった。僕は列車。体がなければ疲労もないので、私は漫然と流れゆく景色を眺めていた。町まで数キロのあたりまで近づいてやっとわかる。あれは私の住む町だ。知らないところではなくて少し安心する。さっきまでいたとこかな。列車でもある私はほどなくして駅に滑り込む。少しずつ減速するときには感性も体に感じることはない。一瞬のうちに視点が切り替わる。まるで大昔のアナログ式チューニングのラジオのチャンネルを回したみたいな。私という視点は列車のドアの内側にいた。チャンネルを回すってやつね。もう駅の中だった。そして自動で列車のドアが開く。女の子が立っていた。ベレー帽をかぶったセーラー服の女の子。学生かな。女の子はこちらにいいをしてから言った。かわいい。ようこそここへ。ようこそも何も、私はここに住んで長いですからね。余計なお世話ですよ。っていうか何ですかそれ。そう伝えたかったけど声にはならなかった。この子列車に話してるってこと？目が覚めてみれば外はすっかり夜だった。幽霊は夜中に活動する。だから街はそれなりに活気に包まれていた。夢は見なかった。あ、治ってる。足の痛みも衣服の損傷も嘘のように消えて、私は少しだけ安堵した。いつもよりずんぶん早起きしてしまった気がする。日の出まであとどれぐらいかと確認する習慣をなんとなくなぞった私は、今日も窓の外に目をやる。今のは夢じゃなかったのかな。回想？なんだ。話したいことがある。見慣れない電光掲示板、その作りの素朴さ、はみ出した配線とちらりと覗くダクトテープを見るに、おそらく手作りだろう。アパートの向かいの建物の壁に雑に貼り付けられている。誰の仕業か心当たりはあった。世の中のものはだいたいダクトテープで直せちまうんだ。すごいな。この声は今でも鮮やかに思い出すことができた。昨日彼女の声を実際に聞いたからかもしれないけれど、アーニャ。
ピーナッツ好きじゃない方のアーニャね。トゥルルル、お、古いね。狙いすましたように電話が鳴る。靴下は履いたか、ブーツは両方あるか、コートは着替えたか。さっと、手ぐしで整えたけれど、多分まだ髪は乱れているだろうな。でも背に腹は変えられない。行ってきます。行ってらっしゃい。ドアノブに手をかけて思いっきり引いた。お、新しい。パシフィカ。何が？開けたドアの向こう、アパートの共有スペースたる廊下に幽霊が立っていた。少女にしては大人っぽい少女。大人にしては少女っぽい大人。微妙なお年頃。どちらとも形容できる見た目。どちらかというと前者であることは私は知っている。知り合いか。綺麗な人だと思う。あ、かわいい。やっほー。そう言いながらもヤスリで爪を整える手は止めない。今会いたくない人その2だ。へえ。言わずもがな、その1は昨日の赤毛の少女、名をアーニャという幽霊だ。姉のような、友のようなっていうあれをもらった。パシフィカさん。さよこちゃん、お久しぶりね。お久しぶり。ちょっと済ましたおなじみの口調に心がふっとほぐれそうになってしまうのをギリギリでこらえる。パシフィカさん。あ、発音しづらいな。パシフィカ。賢い人だった。結局すべては私と連絡を取ろうとする2人の策略だった。へえ。2人は私を知っている。パシフィカちゃんとアーニャちゃんね。多分私よりもずっと。幼なじみなんだね。散歩に行かないと。散歩って義務なんだ。抗えないと分かっているけれど、それでも抵抗しないということはできない。私のお話を聞いてくれたらいつでも歩いてきていいわ。めまいがした。パシフィカさんの態度は穏やかだけど、どこまでも門前として誰がどんな理屈をこねたって彼女には逆らないような気がした。強そう。後ろ手に閉めたドアの向こうからまだコール音が鳴り続いていて、なんだか吐きそう。前門のパシフィカ、後門のアーニャってこと？でもきっとあなたも気になる話だから。へえ。別に聞きたくないです。どうして私なんかに。勘違いしないでほしいの。人手が必要なだけ。へえ。人手なんかするのかな。すっとパシフィカさんは、一歩踏み出す。私の間合いに入り込む。私を身を固くする。間合いに入り込む。彼女が刃物を持っていなかったことか自信がない。持っていたとしてもそれぐらいの権利は私にはあるわけだし。ツンデレだね。仕方ないね。我慢するしかないね。死ぬわけじゃないもん。そんなにあれなの？パシフィカさん強いの？走馬灯のようにそんな思いを巡らせていると、ふんわりと甘い香りが、鼻孔をくすぐった安心する匂いだった。いい匂いしそう。新しい幽霊が来たの？へえ。私の耳に顔を寄せてパシフィカさんはそっと耳打ちをしたのだった。背筋がゾクゾクと震えて、めまいも吐き気も眠気も吹き飛んでいった。新しい幽霊。この町に？パシフィカさんの鼻息が耳たぶの表面をくすぐった。つま先がピリピリして肩が勝手にすくむ。そっか、幽霊でも息はするんだな。へえ、秘密？まだ秘密なんだから大きい声で言わないで。さっきの夢とかな。
関係あるのかな。耳元で喋らないでと。だからあんまり大きな声はダメ。秘密なんだ。パシフィカさんはあくまでも秘密を守るために耳打ちで喋っているわけだけど、どうやら耳の弱い私は話に集中できずにいる。お話聞くだけは聞きますから。家の中で話そう。ありがとう、そう言ってくれると思ったわ。ああ、そうだよね。お部屋に入れてくださる？女2人約束の話をしましょう。エッチだ。ふんわりと花が咲くようにパシフィカさんは完璧に笑ってみせた。こんなものを向けてもらう資格が私にはないんじゃないかと思う罪悪感。私にはこんなこと永遠にできないだろうなという劣等感。その2つが私の胸をチクチクと刺した。失礼するわよ。どうぞどうぞ。まだ鍵をかけていなかったドアからパシフィカさんが私の部屋に侵入すると見せかけて立ち止まる。どういう駆け引き？おっと。なんか隠してなかったかな。やば、同人誌見えてた？忍者の礼儀を忘れちゃいけないわね。忍者部屋の敷居をまたぐその前にパシフィカさんは両手のひらを合わせて深々と一礼した。両手のひら、何ですかそれ。忍者の礼はこうするんだって聞いたわ。知りませんよそんなの。さよこさん忍者なの？拳と手のひらを合わせて一礼するやつね。そんな知らない間に私は町で忍者ということになってるらしい。なんで？それもなかなかに有識ことだけれど、今はとりあえず赤面するパシフィカさんを見て不思議な達成感が私の中に湧いてきた。それがどうにも心地よかったので、まあいいのかなと思えた。いいのかそれで。そのうち巻物を見せてくださいとか言われるよ。パシフィカさんは部屋に入るなり一直線に電話を向かっていき、その受話器を取った。私、そうね、待ってて、じゃあね。とだけ言って受話器を置いた。それから、手土産を持ってきたの。悪いけど、お湯を用意してくださる？紅茶だ。ポットをコンロにかけて部屋の真ん中のテーブルに盛ろうと、パシフィカさんはハンドバッグからインスタントコーヒーを瓶に取り出した。コーヒーの方か。紅茶かウォッカでも飲むのかと思った。おデートだ。美人とお部屋デートだよ。羨ましいだろう。続いて保存食用のビスケットの缶詰。乾パン。なにさよこちゃん。BGM も心なしかそれっぽいよね。前にした最後の食事もこれだったなぁと思いまして。前回いつ食べたの？久しぶりって言ってたじゃん。それってアーニャがクソダサいオーバーオールの股のところにこぼした時、いろいろ情報が。オーバーオールってなんだっけ？検索していい？音消えるね。気になった。オーバーオール。つなぎみたいなやつ。そう、マリオのやつね。あれオーバーオールね。クソダサいってどんななんだろう。赤だったのかな。多分そうです。じゃあ時ぶりなの？まあはい。食欲も湧きませんでしたし、だって死なないですし。なんてこと。
驚いていらっしゃる。あなたはもっと受精を持つべきだわとか、死なないとか死ぬとかは問題じゃないわとか、そんなパシフィカさんの小言を聞いていると、なんとなくお湯が沸いてコーヒーを2杯現れた。何のコーヒー？ビスケットの缶のプルタブを起こして開封してやれば、それなりに立派な食卓に見えた。そうか？ディストピア飯みたいな感じのやつだね。お粗末のプレートに保存食が並んでるあれで、新しい幽霊の話なんだけどね。あ、そうそう、それそれ。そもそも幽霊って増えるものだったんですか？幽霊は増えるでしょう。日々人は死んでいるよ。まさか。そんなわけないわ。だから不思議なのよ。そうなの？この町の幽霊の数はずっと前から1024人と決まりきっていた。じゃあ一人いなくなったんじゃない？減ることもないし増えることもない。誰が言い出したわけではないけれど、不変の約束事なのだと思っていた。それがいいことなのか悪いことなのか、私にはわからない。じゃあ誰か消えたよね。そうだよね。誰か消えて誰か増えてね。ただまあ一人くらいなら大差ないだろうという気がしていた。数としてはキリが良くなったのかもしれないな。1025人。女の子じゃん。いいね。女の子よ。さよこちゃんと同じくらいの。年齢っていう概念はあるのかな？そうですか。さよこいくつ？どういうわけか心臓がトクンと跳ねた。ためじゃん。遅れて胸の中がじわりと温かくなるような、しびれるような。私の感じたまま漠然と表現すると、私はそわそわしていた。会いに行こう。ふふふ。それでね、歓迎会をやってあげなきゃって思うの。女の子っぽい。やろう、ここで。こらえきれないという様子で笑うパシフィカさんを見る限り、私の心中は見透かされているのだろうなと思う。私よりも私を知っている彼女にはこの感情の正体は分かっているんだろうか。今回は事情もあってなおのことやってあげなきゃって。事情ですか？気になるよね。見に行こう。駅にいるのかな？へえ、教会が彼女を取り調べてるのよ。解放されたらきっと疲れ果ててるはずでしょ。だからその分楽しいことをプレゼントしなきゃ。訳ありだね。教会が調べるんだ。お手か。右の人何持ってるんだろう。教会、この町における最大の幽霊派閥にして治安維持組織。神父を中心に町の治安や政治活動をもどきをしていて、この町で神父といったら町長くらいの意味合いを持っている。この町の長が神父。教会の中で何が起きているかは一階の幽霊の知ることではないけれど、パシフィカさんは幽霊の中でもちょっとすごい幽霊なので、どこからか情報を仕入れているようだった。権力強いんだね。教会ってまだそんなことやってるんですね。入国審査のつもりですか？それって必要なんでしょうか？やりたくてやってるだけに決まってますよ、あいつら。私は教会が嫌いだった。町の住人が幽霊になって死を克服してもなお、今度は政治の形で人に殺事をしたがるその態度が、それはまるで幽霊が無理やり生きてるふりをしているみたいで。他にもいろいろとあった気がするけれど、怒りの感情で頭はぼーっとして、いやぼーっとしてるのはいつもだけどね。でもね、思い出すことはできなかった。相変わらずの教会嫌いなのね。まあ私もだけど。すごいな。あいつらはうんこです。すごい排泄物と同類なんだ。
すご。教会 is うんこ。大丈夫パシフィカさんそれ。すごいな。実績が解除されました。教会 is うんこ。二人、あはははと二人で笑う。混じり気のない青春を汗だくで謳歌する制服姿の男の子たちのような飾らなさで。青春、あんまり縁のある言葉とは言えないな。ねえ、さよこちゃん。お願い、お手伝いしてくれる？何を？歓迎会？わかりました。私にできることなら、コーヒー出しましょうか。髪長。そんなに？ありがとう。私、嬉しい。泣いちゃったわ。ハンカチ。パシフィカさんは思い切り抱きしめられて、私を身を固くすることしかできなかった。何か機会が必要だって思ったの。だからずっと待ってて。今こうしてあなたとお話ができて、とっても嬉しいの。かわいい。ところどころしゃくり上げながらパシフィカさんは大体そんな意味のことを言った。くせ毛がかわいいね。そうだ、彼女のたまに過剰なくらい大人びた落ち着いた態度はただのポーズなのだということを彼女と等しい者はみんな理解していた。へえ、こっちが素なんだ。あれ、思ったより覚えてる。やっぱり未練があったんだなという気持ちと、ちゃんと覚えていたら嬉しさ、覚えられた嬉しさが胸の中でまぜこぜに渦を巻いていた。床屋さんの看板みたいにぐるぐるしてるやつね。赤と青と白のあれが未練があった。生前のお友達だったのかな。パシフィカさんは変わっていなかった。変わらず優しいままだった。私はどうだろうと思う。この辺まだわからないね。私は少し変質してしまった気がした。賞味期限切れのミルクみたいに。一嗅ぎしてわかる変化。さっきから比喩表現が独特だね。私が私に戻ってきていない。言葉にするならそんな感じかなと思った。でもね、それも言い訳だったのかもしれないわ。ちょっと勇気を出せば、あなたはこんなにも近くにいたんだもの。戸惑っている。私は何も言えずにいた。静かに触れているって安心することなんだ。強いな。もう二度と話したくないわ。でも同時に不安にもなるな。こんな幸せな気分をくれる人に私は何をお返ししたらいいのか皆目見当もつかないんだから。優しさをもらうことに慣れてしまったから彼女が私を嫌うかも。告白だね。嫌われたくないな。言葉を詰まらせながらそんな風に思いを巡らせていると、抱きしめられているだけなのにそのまま潰されてしまうような恐ろしい気分になってくるのだった。あっという間に幸せな気分はすっかり消えて、ザラザラとした不安が胸の中に巡回しているだけになった。私は優しくされるのが苦手なのかも。なんだ？唐突にホールドが解かれて、私は一瞬だけ悪い想像が現実になったのかと恐れたのだけれど、現実はもう少し違っていた。かわいい。臭い？さゆこちゃん、失礼だけどやっぱりシャワー浴びてる？ちょっと腐った牛乳っていうか匂うわよ。そういえばこの前ぶりですね。風呂に入らないタイプの女子だ。この前っていつのこの前よ。前回パンを食べた時。ほら、あれですよ。アーニャのダサいオーバーオールのコーヒーがかかった時。それっていつぶり？すごい。まあ相当入ってないんだろうな。
1ヶ月くらい入ってないのかな。うんちが喋った言われましたけど、教会と一緒。飛び跳ねるようにパシフィカさんは私から距離を取った。その顔におそらく普段は誰も見せないであろう恐怖が浮かんでいる。だってほら、特に誰とも会わなかったし、ここの気候は全然湿気ないし。二度と話したくないんじゃなかったんですか。100年発酵のうんち訪ねてきた覚えはないの。すご、肥料とかしてるのかな。100年も経ちましたっけ。そんな前なの。暦の概念が消えてしまったこの町では時間はひどく曖昧だ。一日の概念はあってもその塊である年月を数えることは無駄とされていた。まるでこの町の囲み脱出を拒む雪の砂漠の砂の一粒みたいに。確かにまともな頭で考えたらこんなにシャワーを浴びないのは普通じゃないよなと思う。100年入ってないの本当？時間が関係ないのかな。そうだね。幽霊だから？いや、さすがに100年は僕でも引くぞ。確かに僕も5、6年前のことをこの前って言うけど、やっぱり私は変わってしまっているかも。私は私を取り戻せるだろうか。本当に100年？シャワー浴びる、早く、今。すごい。軍人みたい。あ、かわいい。恐れから一転して怒り狂うパシフィカさんはあまりに恐ろしかったので、私は思考を中断してなるべく速やかにタオルを引っ張り出してバスルームに駆け込むのだった。そのタオルも大丈夫？かわいい。今のアイキャッチいいね。僕もああいうの欲しいな。夜明けが近かった。こんな時間に外に出たことは今まで一度もなかったと思う。気温がわずかに上がっているためか、雪がなんだか少し柔らかくて少し歩きにくい気がした。あ、さやこちゃん、お風呂入った？パシフィカさん。どうやら電話で呼ばれたのは私だけではないらしい。アーニャも来てる？そうか、きっとそうだ。ついに。できたんでしょうか？何が？そりゃあできたんでしょうね。楽しみですね。そうね、とパシフィカさんはちょっとだけ言葉にためを作る。そして、楽しみなら急ぎましょう。かわいい。お、動く。すごーい。これずっと見ていられるね。この演出いいな。今ね、僕カーソルぐるぐるしてる。BGM いいね。この BGM かわいいな。走り出したパシフィカさんの後ろを追いかける。初めての明け方の外出。透き通った空気の中を泳ぐみたいにかけていく。いつもとは打って変わって静かな水面みたいに静まり返った大通り。ぷくぷく泡が立つように、ぽちゃんと波が起きるように、2人分の足音とパシフィカさんの笑う声。これすごいね、走ってるみたい。私はウキウキする。あ、アーニャだ。わあ、いいんだけどさ、なんで息が切れてるの？眠そう。アーニャ、眠い。大通りから一本中に入った工務店のガレージの前。降りたシャッターの前に置かれたゴミ箱に腰掛けて足をブラブラさせていたアーニャは、私たちを見るなりそう言った。おはろー。この挨拶使ってこうかな。おはろー。グーテンモルゲン。ドイツの人？ロシアっぽいなとは思ったけど、グーテンモルゲンってドイツで合ってる？は？アーニャちょっと男の子っぽいね。
意味がわからないと言った顔のアーニャを見て私たちは笑った。アーニャは私と同じくらいに見えたので、私は彼女に丁寧な言葉を使うことはしなかった。パシフィカさんは年上のようだったから丁寧な言葉を投げかけるようにしているけれど、それは別に距離を取っているとかそういうことじゃなくて、年齢の概念はないのかな。ちょっとぶっきらぼうっぽいね。意味あんのその挨拶。意味ないよ。すごい意味ないようんこ。まだ引きずってるオーバーオールの話。ぶち殺すぞって怒ってる。まあこれもいつもの感じだ。すぐ後に特別なことが待っているからといって私たちは変わりなかった。仲良さそう。いいけどさ、こっちも疲れてるんで早く本題に入りたいんだけど。ふーっとアーニャが息を吐いた。確かに彼女はちょっと疲れているみたいで、表情の覇気のなさや立ち姿の頼りなさから多分そんな感じがした。あ、これは動かない。それでできたの？何が？なんか作ってたのかな、アーニャ。はは、できたかって？できたかできてないかで言うとどっちだろうな。じゃあなんで呼んでんねん。でも目だけはギラギラと輝いていて自信満々で、そう自分の言葉の続きを前もってネタばらししてしまっているようなものだった。できたんだな。そんなに？できたんだよ。やっちまったよ私。見ちゃう？じゃあやめとく？見る。アーニャの肩を掴んで私は言った。お互いに平静な気分ではなかった。ふふふと邪悪にアーニャは笑ってコートのポケットからリモコンを取り出す。5階超ガレージを開ける。車でも使ってたのかな。ウィーンがすごい。車かな。シャッターが開いてガレージの暗がりの中には一つの大きな箱型のシルエット。なんかあるね。じゃじゃーん。お、私たちの希望。記念すべき最初の武器。これ動くよ。ブーン。ずんぐりとした車体の装甲車っていうんだよね、多分がそこにあった。装甲車。一見普通の車っぽい。わかんないね。ほんと見直したわ。動くのかな。装甲車の割にタイヤは普通だけど、装甲車を格納してなおまだスペース余りきるある大きなガレージの中に入って車体をペタペタ触った。車には詳しくないけれど、このモンスターマシンが頼もしいことは分かった。何ができるんだろう。ちょっとの銃撃なら弾いてしまいそうな装甲に、どんなところにだって走れてしまうんじゃないかってくらいの太くて大きなタイヤ。街を囲うように続く雪の砂漠を、カンパス、するためにはこれくらいでないといけないということだろう。ここに何か積むのかな。そういうわけではない。はは、まあそう言ってもらえるのは光栄だよ。アンガト一人で作ったんならすごいね。アーニャは町のこじんまりとした修理屋の見習いだった。私たちの付き合いにおいて彼女の仕事上のスキルが役に立ったのは今回が初めてなような気がした。そうなの。ただ修理屋であるアーニャがこんなにすごいものを作れたなんて、すごいなとしか言いようがなかった。出れる。この町からってことが。出れたいんだもんね。これで出れるかな。アーニャに導かれて
車の内装を見せてもらいながら、私はぽつりと言ってみた。出れる。きっとそうね。私たちの目的、夢と言い換えてもいい。それはこの町から出ることだった。出れる？楽しみだね。出れるかな。正確にはその向こうにあるかもしれない私の故郷へ向かうこと。異邦人っていう紹介だったもんね。私の友達と私は日々そのために活動していた。どんだけ距離があるかわからんけど、食べ物とか結構詰めるようにしたし、ボードゲームとかも積む？でも結構揺れるんじゃないかしら。あ、確かに。さすがに眠い。寝る。おやすみ。みんなどこかに故郷があるのか。そうなのかな。ガレージの床、硬いコンクリートに寝っ転がってしまうアーニャ。窓の外を見る。確かにもう本格的に朝が近かった。幽霊たちは朝にはどうしたって眠ってしまう。早朝まではギリギリ起きていられるけど、それにも限界があって。みんなで寝よう。布団持ってこよう。あ、ずるい。私も。もう半分眠りつつあるアーニャの隣にパシフィカさんが寝っ転がって体を丸めてしまう。その様子があまりにも気持ちよさそうなものだから、私も隣に寝転がりたかったけれど、その前に手を取るべきものがあった。ガレージのシャッターを閉めるためのリモコン。朝日入ってきちゃうからね。それとここでの寝泊まり用にアーニャが持ち込んだとおぼしき厚手の毛布。そうだね。あったかくして寝よう。そうだね。そのまま寝たら絶対寒いですよ。もう幽霊は基本的に風邪をひかないけれど、寒いものは寒いし、コートを着たままといえ床はよく冷えるものだ。そうだね。毛布はしっかり掴んでボタンを一押ししてガガガガッとシャッターが閉まり始めるのはもうこっちのものだ。ひんやりとしたコンクリートに寝っ転がって毛布を大雑把にかぶって。いいね。あのさ、アーニャ。何？親方さんに手伝ってもらった？見習いだって言ってたもんね。別にそれでもいいと思うけどね。あれ？寝たふり？寝てる？まあいっか。みんなで一枚の毛布の暖かさを分かち合って緩やかに眠りに落ちていく。やがて意識はトロトロに溶け出してみんなで一つの夢の中へ。そんな風だったら素敵だな。でも柄でもない話かな。トープン、おやすみ。そんな風に思ったのを最後に、私は眠りの海に深く深く沈んでいく。水面越しのようなぼやけた視界。まぶたが重すぎて落ちていく。自然に落ちていく。まぶたが落ちきる直前の細かくて、もろくてぼやけた視界の中に、アクロフォリビア？この子夢の中で出てくる子なのかな？誰？まだこの子だね。アクロフォリビア？夜の街を歩いていた。すなわち幽霊たちが活発に行き交う通りを歩いていた。もう二度と空が真っ暗いうちに出歩くまいと思っていたのにな。そんなに縮こまって歩くことないと思うわよ。どうしたんだろう。すいません。でもなんだろう。その次のことは見つからずに、会話はふわふわと煙みたいに二人の間を漂っていつの間にか消えた。私がシャワーから戻るなり、パシフィカさんは駅へ行くわよと言ったのだった。
新入りの幽霊の歓迎に必要なものがあの駅で見つかるとは思えなかった。それよりも私の家から駅までのそれなりの距離があるので、つまりそれなりの距離を歩かなければならないという事実が私の気力を大きく削ったくらいだ。さっきのは回想か。で、これがお風呂に入った後の時間ね。私はいわゆる悪い想像というものを動く的中していた。歩いてる。私たち、いや私が通るとどの幽霊もが口をつぐんで道を開ける。それが親切心とか尊敬から来るものではないことは明らかだった。この子何したの？幽霊たちは私を恐れていた。いろんな感情がごっちゃになって夢の中でずんずんと重みが増していく。そりゃそうだよね。なんかしたのかな。諦めとそんな目にしないでよという悲しみと、生きてないくせに今更何を怖がることがあるっていうのよとか。この子が嫌われてるっぽいね。やだな。ごちゃ混ぜの感情がうまく言葉にできなくて、恥ずかしいくらいに抽象的な言葉がこぼれた。謝るべきじゃないって分かってるけどごめんね。違うんです。パシフィカさんの言ったわけじゃなくて。なんでそんなに嫌われてるんだろうね。そっか、とパシフィカさんは眉尻を下げて笑った。それは誤解が解けていないことを意味していた。私は自分の言葉足らずさを呪った。カバンを持っててくださる？はい。喜んでぼんやりと返事をして、私はパシフィカさんのハンドバッグを受け取る。何が入るんだってくらいの小ささのあれかな。この町の駅はそれなりに大きな図体をしていて、ありし日には見境する建物だったんじゃないかと思った。夢の中に比べたら随分と。そうだね。今はもう廃駅同然でしかなくて、想像することしかできないけれど、照明のほとんどが壊れてしまっているせいで、駅の中はひどく暗い。無理をすれば歩くこともできなくはないだろうけど、自前の明かりが欲しくなるところだ。そんな暗いんだ。生地生き残った照明のせいで暗闇に目を完全に慣らすことができないから、照明の影になっているところは完全に闇に沈んでいて、歩くことをためらわさせた。躊躇させたか。パシフィカさんがマッチを吸って古風なランプに火を灯した。おお、高高度な LED 灯やもっと高価で高性能なウェアラブルランプを買う財力がパシフィカさんには確かあったはずだけれど、なぜ彼女はランプを使っている。ランプいいよね。昔からこうだったっけ？覚えていない。脳みその底の方にカスカスした何かが溜まっていくような感じ。嫌な気分。でもどうしようもなかった。この駅は終着駅だったらしい。線路が片方の方向にしかつながっていないから、ここは終点に近いなと私は勝手に思っていた。私は終点の街、確かに終点の街っていうのは幽霊から暮らすのにはなんかちょうどいいかもね。そういう風に思っていた。パシフィカさんの後ろについて正面出入り口からホームへ。割れた天井からは星の一つも見えやしなかった。星のない夜。前方暗闇の中に光の点が見えた。わずかに揺れていた。動かしたくない足をギクシャクした動きをして十数メートル。あーにゃら。赤毛の少女。そう。こっちは間違いなく少女と言っていい姿だった。どういうことだろう。こっちは間違いなく少女と言っていい姿だったの前に立つ。彼女はアーニャという名前だった。パシフィカさんと並んで私と仲が良かった幽霊。星がないんだね。相当暗いね。お待たせ。
構わんよ。ずいぶんかかったみたいだけど、何か問題が？アーニャの体が動かない。ああ、そういうことか。大人っぽいからそれと比較してってことね。アーニャの体が細かく揺れるたびに彼女の頭上1メートル弱あたりのところに浮かんでいるフロートライトがゆらゆらと揺れた。機能性を重視しているのは理解できたけれど、なんだか天使のコスプレみたいで笑いを誘う姿だった。いいね、それ。欲しいな。僕もできるかな、それ。だって私たちは幽霊だっていうのに天使のコスプレだなんてなんだかおかしすぎる。さやこちゃんをお風呂に入れていたの。ああ、そっか。ああ、そっか。私は何も言わなかった。意見を求められない限り喋らないことにしていた。久しぶり。気まずそう。やっぱ喧嘩してるのかな。そうだね。私の勝ちだわ。パシに勝てる気は最初からしていなかったからいいんだけど。ああ、こう。呼びのがすごいね。いいな、ああ、こう。ああ、こうに待てる気も最初からしてなかったわ。あ、昔から呼んでたわけじゃないんだ。ああ、こうはなんか違くね。親しげな二人の会話。もっともアーニャは私がいるせいで少し表情が硬い感じがしたけれど。そうだ、私はこの二人を窓口にかろうじて街につながっていたんだ。話を聞きながら何か二人の間でどっちが私を最初に部屋から引きずり出すかという賭けが行われていたんだろうなとぼんやりとした確信を持っていた。ふーん。それだとアーニャ振りそうだけど。別にここで二人は私を出しに使って遊んでただけなのねなんて勘違いをするほど私はバカ野郎ではないつもりだった。数年あるいはもっと長きにわたって途絶えていた人間関係を回復するにはそういう助走が必要なこともあるんだろうな。あるんだろうね。そうね。じゃあゴミ捨て場ね、さやこちゃん行こう。ゴミ捨て場？なんでゴミ捨て場なんですか？そうだね。そんな風に尋ねたかったけど私は黙っていた。彼女たちをがっかりさせたくなかったから。なんだかんだ言って私は友情の復活を夢見ている。はい、行きましょう。なんか気まずいことがあったんだね。私はそう言うとアーニャの表情がほんの少し曇ったような気がしてヒヤリとした。いやしいことかなと思う。でも仕方ないことだと思う。おし。パンパンとアーニャが手のひらを2度叩いてみせる。頭上のフロートライトは天使の輪から太陽のように輝く光源に姿を変えた。いいなあ、それ。あまりの明るさに私は目を細めた。そうね。いやー、眩しい。ちょっと明るすぎじゃない？安いとかあるんだ。これ安いやつだから2段階しか、調校できないんだよ。でもこれだけ明るきゃゴミ拾いもいろいろとはかどると思うんだ。ゴミ拾いすんの？確かに。技術顧問。技術顧問はいいんだけどさ。店で買えばいいだろ。金ないの？考えてわからないの？まああっそっと呆れたように言ってからパシフィカさんは歩き出す。私も少しは目が慣れていたので後を追った。アーニャも同じようにした。彼女と目を合わせることは一度もなかったけれど私はそうしたかったので気が合っているとも言えた。アーニャが動くたびに小さな太陽が揺れて床に散らばった瓦礫や案内板や柱の残骸なんかの影がひょこひょこと伸びたり縮んだり変形したりした。
最初から説明するわ。方位磁石が N を指したらそっちが北なの。方角わからないんだよね。北と言われましても。知ってる。あらすごい。アナスタシアちゃん、物知りさんでございますわね。アナスタシアちゃん。あ、アーニャはあだ名なのか。本名はアナスタシア。どこかで聞いたことあるな、どっちも。でも縮めたらアーニャになるじゃない。正式にはそうなんじゃないの？アナスタシアっていう名前嫌いなんだ。本名、そうだね。アーニャの方がロシア人っぽいけど。絶対違う。好き勝手言うなってば。お姫様みたいで可愛いのに。だから嫌なんだよ。それ絶対に入らせるなよ。アナスタシアちゃん。私たちはずんずんと来た道を戻った。強力な照明があったので今度はだいぶ楽だった。駅の外に出てもまだ夜は続いていて、私は一日の長さにちょっとクラクラする。パンパンとまた手を叩くと明かりは消えて、明かりの核になっていたらしい何かメカっぽいものがポトリと地面に落ちた。便利なものだなぁと。私には高くて買えないと思うけど。高いんだ。というか、そうだ、私は働いていないから何も買えやしないんだ。C の子は今、多分教会にこってり絞られてるらしいのね。それはもう聞いた。それが全部なんだけどね。解放されても教会と教会とあの関係はデリケートなものになるんじゃないかって思うのよね。だから彼女のためにいろいろと買い物をしたら、お店の方が教会に体裁の悪いことになっちゃうかも。あなたのところは違うでしょうけど、流通は教会の影響が強いからその辺複雑なのよ。新入りちゃんも大事だけど、他の人たちに迷惑かけるのもね。そう言ってパシフィカさんはふっと笑った。彼女が勤めて割ろうとした時の完璧な笑みよりも私は好きな笑みだった。別にいいんじゃね。ガサツ。うるさい。仲良さそうだね。駅からすぐのところにあるので時間はかからない。ゴミ捨て場に行くのが分かっている以上、誰もいない駅は、疎まれている私を連れて待ち合わせの場所にぴったりということなのかな。黙っていると考え事はとてもはかどる。動く。さえこちゃんもそう思うわよね。聞いてない。こうして歩くのももう何年ぶりかしらって。かわいい。そうですね。ほら、またアーニャの表情が変わったように見えた気がする。なるべく喋らないようにしていても彼女の気に食わないところがあるのかもしれなかった。喋らないからかな。逆にそんなに何百年ぶりじゃね。そんなに経ってるかしら。私はそう思うけど。じゃあもう1000年でよくない？違う、1万年。じゃあ9999年ってことで。流行ってるんだ。その言い回し流行ってるけど、私あんま好きじゃないな。5億年ぶりにってやつね。
僕もたまに言う。雑談を聞きながら私は2つの意味で少し安心する。1つ目の意味は私がいても場の空気が穏やかであってくれているという意味。間違えた。X をおっしゃった。もう一つは時間の感覚が曖昧なのは私だけじゃないということが分かったという意味。そういえば私は誰にも聞いたことがなかった気がした。なぜかもちろん覚えていない。頭蓋骨の底の方にカスカスしたものが溜まっていく。流行っているらしい。オタク構文みたいなものなのかな。常識だったからなのかもしれないな。私は常識すら忘れちゃったのかも。さやこちゃん、微妙な笑みだ。お、いいなあこれ。この絵いいね。自分の内側に向きつつあった意識をパシフィカさんの声が呼び戻した。ぼんやりしている間に目の前には高い金網が壁のようにそびえ立つ。その一部がドアのように開く仕組みになっていて、そして私たちはその前に立っていた。ゴミ捨て場の入り口だった。金網でできた扉には鍵がかけられていないみたいで、私たちはなんとなくゴミ捨て場に侵入した。難なくね。別に鍵がかかっているとかじゃないのね。ガベージコレクション？別にガベージコレクションは業者の専売特許ってわけじゃないし、私も親方とたまにパーツ取りに来るし。ほんと？さやこちゃんは来たことある？たまに行きます。このゴミ捨て場は町の心臓だ。この町のすべてのものはここから来てここへ帰っていくのだ。いわゆる本当のゴミ捨て場とは逆の機能を持っていた。幽霊は必要以上に物を持っておくことはできない。へえ、できないんだ。それを持っていることを忘れてしまったりすると、いつの間にかその持ち物はアクセサリーであれ家具であれ忽然と姿を消す。へえ、消えるんだね。そしてひょっこりこのゴミ捨て場から発見されたりするのだ。だからここは本当はゴミ捨て場なんかじゃないのかもしれない。へえ、幽霊と同じだ。たまたまそう呼ばれているからで、本当にそうなのかは誰も知らない。でも存在することはできる。足場が悪いのね。整理しておきなさいよ。誰が？ゴミ捨て場に無茶言うなよ。アーニャがまたライトを照らして点灯して、私たちはザクザクゴミの山に登っていった。同じ種類のゴミは同じ場所に固まっていることが多いという情報をもとに、ボールとか色ペンとかパーティーに使えそうなものを突き出してないかと探す。そっか、歓迎会するんだったね。ケーキ落ちてない？足元になんだかよくわからない魚の缶詰があるのを見てポケットに入れた。なんだっけ、世界一臭い魚なんだっけ、あれは。缶詰あったよね。どこだっけ？スウェーデンとかそこら辺の。私がさっき食べたビスケットと同じデザインの缶だから、同じメーカーのものかもしれない。そう、シュールストレミングね。そう、食べ物なんかもそういう循環の一部だった。本当に全てのものはこのゴミ捨て場のもとに循環しているわけで、私たちが食べたビスケットの缶分、ここにはビスケットが戻ってきているはずだった。そうなんだ。パシフィカさんが言っていたお店というのは、このゴミ捨て場から物を拾って加工したり修理したりして売っている人たちのことだ。へえ。幽霊たちはこのゴミ捨て場を漁りながら
身の丈に合わせて質素に生活している。これまでもこれからも多分永遠に。食べ物も復活するのいいね。ここは幽霊たちにとって海と言ってもいいものだ。だからなのかもしれない。ここへ来ると心が落ち着く。何でもあるじゃん。ここには生きているもの以外なら何でもある。生きているもの以外。どこかでそんな意味の言葉を聞いた気がした。言ってたのは誰だったっけ？あ、意味深だね。ガラッという金属のこぼれる音と一緒に体がふわりと浮かんだような感じがした。実際は足場のゴミ山を崩してしまって足を踏み外しただけだけど。アーニャ、相当高いね。アーニャの急な動きに追従できなかったフロートランプはゴミ山を転げ落ちて消灯した。いいシーンだね。仲直りできるかな。足元が崩れたのに加えて急に暗くなったものだから私は一瞬パニックになりかけた。アーニャと私は背丈が変わらないけれど彼女の手の方が少し小さいみたいだった。握り込むように力を込めて確かな足場に足を下ろした。手はつないだままだった。まだ暗闇に目が慣れていなかったから目が慣れるまでそうしていた。ごめんじゃない、ありがとうだろ。二度も言わなくていいよ。これでまたアーニャを不機嫌にさせてしまうかもしれない。冗談みたいに手汗がひどかった。あ、車も落ちてる？パシフィカさんがポロリと言った。ゴミの表層が崩れてその下の地方が露出していた。薄闇の中、錆びついたワゴン車がゴミ山に突き刺さっているような形でそこに埋まっていた。装甲車かな。さっき海藻で出てきたアーニャが作ったっていうあれか。これでは足場が安定するはずもなかった。車大変だったよな。あの時はさ、朝までかかって。やっぱ過去なんだね。アーニャは初めて私の目を見た。違う、覗き込んだんだ。優しい光を宿した宝石みたいに綺麗な緑色の目。握り合っていた手に熱を感じた。違う、ずっとそこにあったものだった。私は少しだけ安心する。車？しかし私の無遠慮な一言でその光は消えてしまう。手のひらから急速にぬくもりが消える。それもそのはずだ。手は振りほどかれて湿った表面が冷たい大気に触れていたから。覚えてないのか。お前はだって覚えてないのかな。違う、待って、車で行こうとしたんだよね。覚えてるよ。本当だよ。私はうろたえる。めまいを覚えるくらいに激しく。私が知っているはずの知らないはずがない記憶を一生懸命に探る。結末は覚えてるし、そうだよね、みんなで。お前本当に小夜子だよな。なんだ、本当だよ。私は私だもん。変わってないよ。私だと思う。なんだ、記憶がない。その時の記憶だけなのかな。でもどうなのかな。そんなわけないよな。
私が私じゃないなんて。でもどこか自信がない。あれ、自信って何をもって自分が証明されて、あれダメだ。考えがこぼれていって雪の砂みたいに表現があれだね。独特だよね、このゲーム。ほっとくとさやこちゃんが別のものになっちゃうの。なんだかチーズみたいなお話ね。チーズはいろんなものにできるからね。チーズケーキ美味しいね。まあ腐ったミルクみたいな匂いだったし似たようなものねとパシフィカさんはちょっと大げさに笑ってみせる。乳製品ね。さよこは乳製品。パシフィカさんの助け舟がなければ私はずっとうろたえていただろうな。すまん。意味わかんなかった。ごめん。ごめん。覚えてるよ。みんなで街の外に行こうとしたんだよね。アーニャが車を改造していったんだよね。最近ボケててダメだね。その結果の話を避けられるほどの理性は戻っていた。記憶も同じだった。あ、ちゃんと思い出せたんだ。この町の人たちが忘れることもこのゴミ捨て場にも戻ってくるのかな。どうなんだろう。あ、この絵かわいいね。ちょっと逆光を浴びてて神々しいね。そう、向こうに行こうとしたのよね。パシフィカさんが遠く遠くまで広がる雪の砂漠を指していった。ゴミ山はそれなりに高かったから遠くまで見渡せた。あ、背景だけちょっと動くね。はい、そのための車を改造してすごかった。あ、やっぱ手伝ってもらったんだわ。まあ親方に手伝ってもらったのがほとんどだよ、あんなもん。その先の話はやっぱり話題に上らない。適切な判断だと思うけれど。あの向こうには何があるんだろうな。何にもないかもしれないわ。行けなかったのかな結局。でもあるかも。行ってみなきゃわからない。雪の砂漠が街の明かりを反射してぼんやりと白くふんわりと輝いていた。誰も何も言わずに見ていた。行けなかったっぽいね。新しい子だけど。パシフィカさんが言った。仲良くなれるといいね。なぜかちょっと悲しげで、でも不本意な感じはしなくて、そう切ない。そんな表情だった。きっといいやつだよ。大丈夫。うまくやれるって。あ、この絵いいね。あ、動くよ、すごい。見て。いいね、これ。返事をするようにアーニャが言った。彼女も似たような表情で、私も同じ顔をしなきゃいけないのかしらとちょっと不安になった。夜明けまでまだ時間がある。誰からともなく座り込んでしばらく砂漠の向こうを見つめていた。エモいね、いいね、これ。キービジュアルにありそう。アニメーションとかで。白と黒で隔てられた地平線がまるで魔力を持ったように目を引きつけて離さなかった。ここは島なのかも。白い雪の砂の海の真ん中に浮かんでいる小さな島。助けは来ない。海の向こうではもう文明は滅んでいるから。ふふふ。おかしなことに笑みがこぼれた。安心の笑み。
何にも安心できることなんてないのに。パシフィカさんが笑った気配がした。少し遅れて耐えきれないと言った様子でアーニャも。ニヤニヤしていたのがバレたんだ。でもあんまり悪い気はしないかな。せめてものごまかしに私はずっと海の向こうを見ていた。他の二人も見ていた。空気のきれいな夜だった。私たちはゴミ捨て場にいたんだけどね。でもなんだかそんな感じがしたんだ。いいね。60点くらいかな。今日一日に点数をつけるならだいぶ甘く見積もってもそれぐらいだろう。100点満点でいいでしょう。外に出たんだから。ベッドに倒れ込む一瞬が採点時間だったから精度は微妙なところだけど。ため息を一つ、上半身を起こしてベッドサイドに置いたボトルの水を口にする。さっき拾ったものだ。冷たい感触が喉を通り抜けていって、その余韻を感じながらふーっと息を一つ吐いた。もう疲れを感じることさえ疲れた。何も考えたくないということさえ考えたくないとか、そういうもうどうしようもない状態あるね。各種パーティーグッズはなんとなく揃って現地調達したリアカーでパシフィカさんの家に運ばれることになった。あとは途中で見つけたこじゃれたソファーをパシフィカさんが持って帰りたがって、アーニャはそれどころじゃないだろうと食いついて揉めたぐらい。今日を改装しようと思ってベッドに仰向けに寝転んでみたけど、寝っ転がった瞬間にもうダメだなと思った。そんな日もあるね。寝てしまおう。伸びえしても効果なし、むしろ逆効果。あまりの強い睡眠欲が私の意識を押しつぶそうとする。押しつぶしたということさえわからないくらいに一瞬ですぐに。おやすみなさい。おやすみなさい。以上、さや子が覚えていること、思い出そうとしたこと。目が。大丈夫？演出結構きついね。赤毛のジョージがアクセルを踏む。車が走り出す。車の後方には車を睨みつける神父服の姿の男がいる。改装の時のあれかな。ノイズがすごいね。金髪の少女と黒髪の少女が、額をすり合わせてる。見づらいね。大丈夫？仲睦まじい姿。ほら、街なんて言ってんだろう。聞き取れないね。戻ってきた。昔の、雪の砂漠の真ん中、少女が3人。最後、なんでこんな銃声。次は私の番かな。ごめん、でも早く殺さないと。銃声。また別のもの。ひどくおぼろげ。黒髪の少女が死体を引きずって広場の真ん中へやってくる。死体は2つで、金髪の少女と赤毛の少女のもの。アーニャとパシフィカさん。急に変わったね。ちなみにこのゲーム、暴力表現あるみたいです。今更だけど。苦手な人はここで逃げた方がいいかもしれない。私だって助けてあげてくださいかな。あっという間に人だかりができる。屈強な体格の男たちが黒髪の少女を取り囲む。ゴミ捨て場で復活したと思われる
赤毛の少女と金髪の少女がやってくる。人々が道を開ける。赤毛の少女が追おうとして、その背中をさすろうとした金髪の少女も泣き崩れる。音もなく死体が風化する。早回しのように見えらかし骨が残り塵になる。やっぱ幽霊もゴミ捨て場から戻ってくるんだ。男たちが黒髪に少女に飛びかかる。何があったんだろう。あの時の回想かな。以上。広場は幽霊たちの血にまみれていた。幽霊は死んだら物になるらしかった。印象の薄い死体から風化は始まっていた。頭の中が熱く寒かった。獣みたいなうなり声が自分のものだとは信じられなかった。抑えようとしても荒い息がいくらでも漏れる。イライラした。腹いせに首が不自然な方向に曲がった足元の死体を思いっきり踏みつけた。全員倒した。さよこがもげかけた首を引き抜いて、地面に叩きつけるとパンといい音を立てて割れた。すごいな。その場にいた全員やったの？すごい。キルリーダーさよかだ。ふと顔を上げるとパシフィカさんとアーニャがこちらを見ていた。呆然として何も見えていないようだった。頭の中が真っ白だった。でも私は全てを失ったんだよということは分かった。私は逃げ出そうとした。二人に背を向けて走って逃げようとした。背後には見慣れない女の子が立っていた。夢の中に出てきた子だね。寂しいね。女の子は言った。私が誰よりも言ってほしかったその一言。私は泣いたという気もするけど、今度こそ泣いたのかも。確かめる前に夢は終わってしまったからわからなかったんだよ。1話終わったよ。導入のこっから始まるのかな。名もなき七子のお誕生日。この子が新入りなのかな。この青いおさげの女の子。2人は風化したんじゃなかったっけ。そうだよね。ちょっと OBS の方前にしちゃった。こうね。1話終わったね。不思議な導入だった。次行くか。話の流れ的にこの子が知らない子がいる。真ん中の子を見たことないね。なんて言った？ハロー、どうもいらっしゃい。こんなプレゼントをもらえるなんて夢みたいとかそういう。
なんか銃突きつけられてるね。肉を食っている。パシフィカさんたちよりも一段豪華な一室にいた。暖炉の火が暖かくて、やっぱり電気暖房とは違う暖かさなんだと思う。そして私は、いや、私たちはハムを食べていた。ハムだ。テーブルの上に頭ほどある大きなものだった。なぜだかすごい勢いで食べていた。食器の音と咀嚼の音と、たまに暖炉の薪が弾ける音が世界のすべてだった。いいよね、この音、カチカチっていう。この部屋の外はとうに全部滅びた後で、もはやこの世界はハムを食べるために存在しているみたいに思えた。私たちは見慣れない女の子と鼻血を垂らして涙を流したシスター。真ん中の子がシスターなんだね。彼女が一番よく食べていた。泣いてるけど食べてるんだ。確かに2枚一緒に食べてるね。夢みたいな状況だって形容するととてもしっくりくる。毛足長めのふかふかの、絨毯の感触が現実感を奪っているかもという感じもした。教会の関係者っぽいね。初めて出てきたかも。私はもう一度思った。夢みたいな状況に遭遇しているわけなんだけど、どうなんだろう。少なくともいい意味ではない気がするな。シスターのやっぱ脅してるんだね。シスターのこめかみを拳銃で小突きながらそんなことを考えていた。教会の食料を奪ってるのかな。何かを思い出していた。こんなことがあったなってくらいで、特に感想とかそういうものはなかった。一人きりの視聴覚室でスライドショーをひたすら見ているみたいな無機質な鑑賞だった。あれ、こんなことあったかな。嘘じゃない。そう疑問に思ったのと同時に、体がふっと浮いたような感じがして、思わず手足にちょっと力が入って、自分がベッドにいることに気がついた。目覚めだった。あれは夢だったのかな。微妙なとこだな。しばらくぼーっとしていたけれど、用事を思い出して私はベッドから起き上がるのだった。パシフィカさん家に行かなきゃ。新しい幽霊が来て、その歓迎会をやろうって話で、私はそれに興味を持っている。そして彼女ともう一人、アーニャとそう、3人の関係が回復できればいいなって思ってる。私は身支度は簡単だ。すぐに済む。最後にコートを着込んで完成。あやふやで記憶を持たない空っぽの幽霊が完成。そう思うと握ったドアノブが一層ひんやりと感じられた。これからちょっとはいっぱいになるといいけど、外の風で飛んじゃわないくらいには中身があれば。動く。さっきの続きだね。この時、つまり夜明け近くではない幽霊の活動時のど真ん中に出歩くのは久しぶりだった。どれくらい久しぶりかというと、私が覚えていないくらい久しぶりで、
つまりそれは初めてと一緒とも言えた。みんないる。やっぱり幽霊たちは私を遠巻きにしていて、私は雪を踏みしめる音すら立てなくて、静かに小さくなって歩いていた。表情も柔らかく、なるべくニコニコと笑いながらより良い幽霊に見えないと。人が増えてる。これから少しは他の幽霊たちとも関わるんだから慣れないといけない。あっちにも慣れてもらわないといけない。そんなことできるかわからないけど。それでもやっぱり視線が痛かった。例え話じゃなくて、本当に皮膚の表面がヒリヒリした。まるで視線が質量を持ってるみたいに。それがなんだか幽霊と似てる。ふと思ったけど、似てるとふと思ったけど、何が似てるのか自分でもよくわからなかった。まあ少なくとも私が外歩きになれるには随分と時間がかかりそうだな。そういうわけで大通りから一本入ったところ、住宅の並ぶちょっと静かな通りに入った時はとても安心できた。人通りが少なければ私はなんとか歩けるようだ。この長い通りの端っこにパシフィカさんの家がある。あと少し。パシフィカさんの家へ行くには一度は大通りを通らなければならない。毎回これをやるのはちょっと辛いなと思った。そう、アーニャが家まで迎えに来てくれたらいいな。彼女は車が運転できる。でもあの事件があった今、彼女と車を乗るには良くないことのように思えた。さっきの1話の終盤で出てきた不穏な階層はこの世界線の前のこと。だから2人は1回死んでんのか。だからちょっと気まずいのかな。でももしもあの車がまだあって家まで迎えに来てくれたら嬉しいよね。ありえないって分かっているけど空想することは重要なように思えた。つまり私は空想をするくらいには余裕があったんだ。不意に声をかけられて飛び上がるほどにびっくりして、同時に気がついた。油断してた。おじさんっぽい。初めて男の人が出てきた。ちょっとよろしいかのお嬢さん。錆だらけの廃車のトランクを無理やり開けたみたいなひしゃげた声色。艶がなくてガラッとして少し震えている。難しいな。いわゆるおじさんの声だった。イエス。返事してんのね。イエスご隠居。そういうことね。とっさに変な返事をした。恥ずかしかった。全部油断したせいだった。今何時かわかるかの。時計をなくしてしまったでな。時計、おじさん。うさぎのイヤーマフをつけてる。声の主は歩道に座り込んでいた。建物に背中を預けて足を投げていた。おじさんはどちらかというと、どう見ても汚い身なりだった。地面に直接座っているせいで一層汚らしく見えた。何年もお風呂に入っていなかったさよこより、この町では考えづらいことだけど、そう家のない人々みたいに。家にお風呂はついていないのだろうか。私も家にお風呂はあっても長いこと入ってなかったけど。だとすると私はこんな皮膚に見えているのかな。だろうな。どう説明したらいいのか。この町に時計はなかった。そもそも日付とかそういう概念すら存在していないのだから、その一つ要素である時間も同じことだった。みんな体感的になんとなく時間を捉えているのだと思う。考えたこともなかったけど。家はあるっぽいね。ない人もいるのかな。私が知らないだけでみんなは時計を持っているのかも。整然とした時間の流れに従って暮らしているのかも。そう考えると寂しくなった。
へえ、持っていたはずなんじゃがの、どこかへ行ってしまってな。非常に困っとる。困ってるらしい。へえ、いつも正確で、それは頼りになったんじゃよ。起きる時間、お昼の時間。もちろん、あれの時間もじゃ。あれって何？おじさんの言葉は聞き慣れない訛りが強くて少しだけ聞き取りづらい。彼が黙ると辺りはしんと静まり返った。大通りの喧騒が遠くに聞こえる。さざめく波の音みたいに。耳の音がキンとした。正直言って長く話していたい気分ではなかった。走って逃げるという手もあった。だけど私は善良な幽霊でいたかったのだ。だから正直に答えることにする。私は持っていないんです。だから他の人に聞いてください。それじゃ。最後まで言い終わらないうちに一歩か二歩は歩いていたと思う。おお、立ち上がった。待つんじゃ。いきなり大声を上げるものだから私は縮み上がった。おお、怖いね。妻が言ったんじゃ。必ず3時に帰るとな。言ったんじゃ。だから待っていたんじゃ。でも来ないんじゃ。だからわしは3時を探しに行ったんじゃ。でもな、どこにもないんじゃよ。どこにもないんじゃよ。早く妻が帰ってこないといかんのじゃ。妻が帰らにゃ、あの子も帰ってこなんでな。だからわしは思うんじゃ。不穏だね。誰かが邪魔をしてるんじゃないかの。そしたら神父のやつが動揺しよっただから。本当なんじゃ。誰かが時計を盗んだんじゃ。今わかった。最初から分かっていた。神父が時計を盗んだ。怖かった。それ以上に嫌な予感がした。嫌な感じがした。このままだともっとひどいことになりそうだ。今妻が言っておるぞ。お前が犯人だったんじゃな。まともじゃない。でも私はどこか似ている。彼に似ていると思う。違いますよ。私は彼も私も何かをなくした。でもなんだかわからない。そうやってさまよっている様はひどく滑稽だ。自分もこいつみたいに見えているとしたらそれは何より恐ろしい。ゾウヤが奥さん？ゾウヤが嘘をつくわけないんじゃろうが、もうこうしちゃおれん。どうした？おお、とっちめてある。私が彼に向けられるような憐れみの目線を今度は私自身がパシフィカさんやアーニャから向けられることを想像するだけで私はもう足元がグラグラした。地震なんてすごい久しぶりだった。もちろん錯覚だ。この町では地震なんてあったことがない。寒そう。はいやおじいさん、いや、老人はなぜなのかさっぱりだ。服を脱ぎ捨てると私に飛びついてくる。ギリギリでかわした。もしかわすことができなかったらゾッとした。逃げなきゃ。元気だね。老人の脇を抜けて大通りを目指す。行きたくない場所だけどその場にいるよりずっといい。この世界に自分と老人しかいなくなっていたらどうしようと私は本気で心配していた。荒い息遣いが後から追いかけてきた。めまいのせいで足がもつれてうまく走れなかった。細い路地は永遠に思えるくらい長かった。
1000と24人しかいないこの町は人口密度が低いのだと現実逃避をしたがる思考の一部が勝手に考えた。大した距離ではなかったはずだけど、大通りの活気の中に飛び込んだ時はもうすっかり息が切れていた。助けてとは言わなかった。ちょっとは言うつもりだったんだけど、いざその時になってしまうというのははばかられた。幽霊たちはいきなり駆け込んできた私を怖がっている様子だったから。前にもこんなことがあったような気がした。ブーツ越しに伝わる雪の冷たさが急に巡った。鼻の奥がツンとした。ランニングシャツ姿の老人が追いついてきた。おお、元気なおじいさんだ。もうやめてください。怒っとる私は叫んだ。最初から無視していればよかったのにね。また頭の一部が、いや私の一部がそう言った。私の大声にひるんだのか、老人は目を丸くして固まった。よく見たらジジイって書いてあるね。老人の目尻が濡れていた。雪のせいじゃなかった。泣いていた。おお、情緒がすごいことになってる。どうしてわしは一人なんじゃ。誰もわしのことを好いてはくれんのか。さっきの私より大声で泣いていた。どうしてだろうね。私も知りたい。本当に。とても不快だった。何か都合の悪いことを指摘された時みたいに私はイライラする。わかりませんよ。視線を切って歩き出す。少し大回りにはなるが、パシフィカさんの家まで距離は遠くない。今度こそ無視するんだ。老人はすぐに泣き止んだ。私が歩くと道が割れた。ザクザク、雪の音。その音に隠れるみたいに幽霊たちがざわめく声。私は歩く。お？それは本当か、ジジイ。お嬢ちゃんの知りたいことわしは知っとるぞ。歩みは止めない。ザクザク。あれは窓wasだ。おお、それは知りたいな。この町の秘密を教えてやろう。ザク。私のバカ、足を止めるな。なぜわしらがここにいるのか、この町とは一体何なのか知りたいじゃろう、お嬢ちゃん。服着たら？ああ、私は振り向いた。振り向いてしまったと言えるかもしれない。小さな敗北。幽霊たちのざわめきも、それよりももっと小さいけど確かに聞こえた音たちも、みんな遠くになって消えた。少しずつテレビのボリュームを絞っていくように。耳の奥でザザザとノイズの確かに聞こえた。老人は私が話を聞く気になったと見ると、満足そうにほーっとうなった。その目はちょっと怖いくらいにキラキラと澄んでいて、私のことだけど同時によどんでもいた。だからこうして目が離せないんだと思う。やっぱ GG だからかな、そんなこと知ってるんだろう。GG だからいろいろ知ってるのかな。みんな順応してるが、この街は異常だと思わんか。耳の奥のノイズのボリュームが上がる。お前さんはわしと同じじゃおかしいと思っとる。このじじいも異邦人？町の外から来た人かな。この老人と同じと思われるのは嫌だった。服着てないもんね。でもそれだけじゃないのか。それだけじゃない。何もかも同時に嫌だった。嫌だな。似た者同士じゃ手を取り合う時が来たと思わんか。怖いんだ。でもどうして？多分心の準備ができていないからだ。ずっと知りたいことがこうして目の前に突き出されて、私はひるんでる。一緒にこの閉じた時代を終わらせるんじゃ。
ウィンウィン関係じゃよ。聞きたいけど聞きたくなかった。例えばそうだ、ほら学校で好きな人が好きな人の話をしてしまうときみたいに、あの感情ありったけ最悪にしたらこんな風になるんだと思う。時代を終わらせるね。老人が一歩前に出た。両手を広げて手を差し伸べている。私を救おうとするように。残念なことに私は救われたいと心のどこかで思っている。やだなぁ。もっと可愛い女の子がよかった。だからそうじゃの。ザザザ。ノイズがまた大きくなる。やだね。なんか光線放ってるもん。先手を打って私は2回否定した。ふとした弾みで彼の提案を受け入れてしまいそうだったから。何、簡単なことでいいんじゃよ。おお、演出がすごい。彼もまた一歩前に出る。私の手をつかむ。私よりもずっと大きな手。おまわりさん、この人です。見た目よりも温かい。絶対やだ。そうじゃ、わしの娘にならんかの。その一言をきっかけに私は自覚する。夢から覚めたみたいに。そうだよね。友人がランニングシャツ姿のこと。明らかに精神に変調をきたした人物であること。私は寂しいんだということ。話が進んでるね。まだ本来考えてた順番とは逆じゃが、それもいいかの。両手を同時に握手するみたいに私の手を掴んだままブンブンと振ります。変態だ。娘思いのマイハニーなら、娘が待っていれば帰ってくるに決まってるんじゃ。神なんかいないんじゃよ。マイハニーって。これは惑わしだ。惑わしですらないかも。私はイライラする。じゃあ私先を急ぐね。そう。ダメじゃ。わしは。老人の手は思いのほか力強い。私は手を掴んで離さない。パシフィカさんが持ってるからね。許しはせんぞ。わしは二度と。私はあなたの役には立てないよ。誰でもいいんじゃないかい。誰でもいいんじゃよ。誰でもいいね。なんだかその言葉に深く傷ついた。だからだと思うんだよね。ラペット。掛け声がすごい。自分でもよく考えないうちに老人を投げ飛ばしていた。一本。手をつかまれたまま相手の懐に入る時のさあ今だぞという緊張感とか、自分より背は高いけれど軽い相手独特の投げやすさとか、私は覚えていた。でもそんなこといつ覚えたんだろう。老人は道路に面した建物の壁に背中から激突した。痛そうとかなんとか言って気を失った。そうだよね。誰でもいいなら私以外にして。もう聞いていないだろうけど、それでも言ってみたんだ。そうしたら少し勇気が出た。この町の幽霊からまた少し嫌われたと思うけど。お、動く。他人を傷つけて私はもっと動揺するかなと思ったけど、案外そんなことはなかった。比較的落ち着いた心持ちで、パシフィカさん家までどれくらいで着くかな。この騒ぎのことはバレてしまうかしらと考えながらまた歩く。道路があれだね。傷ついてるっていうのか。ひび入ってるね。
そうだ、もう例の新入りの幽霊は到着しているに違いない。楽しみだね。新入り誰だろう。アーニャが誇張して私の話をしてきっとパシフィカさんがそれを咎めている。そこに私が入っていてアーニャをうんこ漏らし野郎とか罵ってパシフィカさんが同調するのだ。新入りの子は笑うだろうか。きっと笑う。惹かれない？大丈夫？早く会いたいな、みんなに。サイレン。後ろから。まさかねとは思ったけど、私の後ろでパトカーが止まった。勘弁してよ。金という音、ハウリングの音。さっきのもダメだった？教会とは違うっぽいね。警察と教会は別のあれかな、治安維持組織。警察だ。そこの人止まりなさい。ほんでゆっくりこっちを振り向きなさい。ほんで拡声器を通した声の独特な耳障りさ。普通に話せばよくない？この距離。あら、徒歩移動にも法定速度があるなんて知らなかったわよ。そんな面白くもないジョーク一つでも飛ばせればよかったんだけど。何秒か迷ってから私は振り向いた。せめてもの犯行にゆっくりではなく普通くらいの速さで。小心者にはこれが限界だ。ただそれだけだというのに視界に入った男は銃を抜いた。しかもご丁寧に車のドアの陰に下半身を隠して。銃なんか持ってないってば。さっきのね、1話の終わりの場面だね。私は元凶悪犯だったから仕方のないことなのかもしれない。理由がわかることとそれが不快じゃないことは全くもって別のことだけど。前回一般回想のやつっぽいね。何この言い回しは本当に流行ってるの？よしお前ら、9999年ぶりの仕事だ。気合を入れろ。場所は無線機で多分部下の増援を呼んでいる。やめてほしいけれど私は見守ることしかできない。最後に容疑者は忍者。また忍者だった。違うのに。私信頼できないね。投稿した前、我々もあれだ、別に何もしようってんじゃないんだから話を聞くだけだよ。アイム忍者。何もしないなら話を聞かなくてもいいじゃない。そうだ、昔からおまわりさんってこんな感じだった。そう考えるとこの独特の慣れ慣れしさも懐かしいものだと思えた。懐かしく最悪という意味だけど。動く。悪いことはしてません。老人は投げたけどね。でもな、通報あったんだよ。さっき暴れたんだよね。私は何もしてないし、これから行くところがありますから。そこちょっと行ったところで伸びてるおじいさんは？それが正当防衛？過剰防衛したやつはみんなそう言うんだな。これがでも過剰防衛なの？でもじゃないんだな。これがでもだった。でもこういう場合はでもじゃない場合でもなのだ。過剰なのかな。生きてるけどじいさん。のろのろと無駄な時間が過ぎた。
警察官、部下だね。応援が来た。制服を着た警官、2人目。忍者は路地裏への細い道から3人目。どこですか？ 3 人の警官が転がり出てくる。お、やっと来たか。それぞれ別の道から同時に。それは任意同行？さて、そういうわけだ。ちょっと署までご同行願えないかね。その言葉と同時に警官たちはさりげなくそして油断なく散らばる。お、裏道へ逃げ込まれないようにその前に立って逃げ道を塞いでいる。私は包囲されていた。まるで凶悪犯のように。いや違うな。多分凶悪犯の忍者の方が正しいんだろうな。二人はもう待ちくたびていることだろう。歓迎会ももう始まっている。視線がちょっと動くね。頑張ったら倒せるかな？いけるかな？いつまでも来ない私を残念に思っているか、場合によっては怒っているかもしれない。3人ならいけそうだね。警部が入ってきたらまずいかも。警官あれだもんね。拳銃持ってるよ。私は悪くないのにね。そう考えるとイライラと焦りの混じった何かがお腹の底の方にじりじり焦がしてゆくのを感じる。今すぐ駆け出したい。私先を急ぐんで。さっきと同じことを言った。あ、全員持ってた。俺は不利か。いける？ 1 対4あるいは3。私が一歩足を踏み出すと警官の一人がまるで弾かれたように拳銃を取り出した。バネ仕掛けのように素早くで硬い動作。連鎖するように他の2名の警官たちも銃を抜いた。こんなことしている場合じゃないのに。だから足は止めなかった。私の進路を塞ぐように警官の一人が立っている。銃口をこっちに向けている。それでも私は止まらない。嘘、これは脅しじゃない。そうすれば、おお、いけるか？もう一歩、足を踏み出す。銃が火を吹いた。おお。私には当たらない。引き金にかかる指と銃口の向きさえ正しく気を配れば、避けることは難しくない。そんな。つまり銃弾を避けることはできない。でも車線を避けることはできる。そんなモーリランみたいな。誰かが言ってた。モーリランか。本当に？そんなことはなかった気がするけどな。そういうわけで私は警官から銃を奪い、それを腹部への蹴りの一発でその場にそっとさせた。厚い服と薄い肉の向こうで骨が折れる感触が私のつま先に軽いしびれをもたらした。骨を折れる？とんでもない。あ、いいな。このビジュアルいいね。私は忍者らしい。だったら忍者らしく振る舞って文句ないに決まっていた。あなたたちが忍者呼ばわりして私は従った。譲歩したのは私の方だ。何か問題でも？おお、ジャパニーズ忍者だ。一瞬の間があってから立て続けの発砲音。おお、忍者だ。私は飛んだ。銃撃のために狭く深く集中している警官たちの視界からは一瞬まるで消えたように見えただろう。一瞬で十分だった。消えた忍者がどこにいるかを理解した頃には私は一撃。おお、一名の警官の上にいて落下の衝撃と蹴りの威力でこちらもまたそっとさせた。相当フィジカルが忍者だ。
続いて空中で狙いをつけておいた1名の右手の拳銃で発砲。両膝命中した。柔らかくストッピングパワーに優れない銃弾のエネルギーが起こした破損で両膝の骨と肉がはずけてまるで赤い花のようだ。残るは頸部だけ。おお、ライフル持ってるこの頸部。パトカーの扉の陰で何かが準備される気配。ぎこちないパイプアクションの音。もしかしなくてもショットガンだ。ショットガン。バイオハザードとかで出てくるやつね。一発の威力は強いけど、一発装填式。その気配はスモークガラスの向こうで銃口がこちらに向けている気配に変わった。しかし私は止まらない。切り飛ばしたばかりの警官を盾代わりにして前進する。まだ息のある仲間を撃てるだろうか。おお、やることやってるね。警官は撃った。見上げた根性だ。パトカーの窓ガラスが弾けた。キラキラと宙を待った。まあショットガンなら2人いけるか。でも彼は忘れていた。あ、そっか、飛べるのか。私は飛べるんだ。彼は自分の部下の体に数千のペアリングを青音速でぶち込んだだけだった。扇状に広いショットガンの車線からの退避を完了させつつ、私は警部の、驚愕の顔を見下ろす。着地に備えて足腰の姿勢保持に集中する。忍者ってこういうもんだっけ。何を驚いてる。忍者ってこういうものでしょ。あなたたちが悪いんだ。常人だ。夢が見たかった私だけど、これはもうほとんど悪夢に近かった。いつの間にかあのノイズが耳奥で復活していた。神経が張り詰めているんだ。靴裏が地面に触れた。幸運なことに雪で滑ることはなかった。いいなこの絵。あなたたちが悪い。セミオートショットガンが第2のパンプアクションを完了するよりもずっと前に彼の額を拳銃で小突くことができた。怒ると瞳の表情が変わるよね。表現だな。それ捨ててください。そして私にください。了解した。警官がショットガンを放った。わざわざ言わなかったけど拳銃も放った。拳銃も放ったね。話の分かるやつだ。すかさずそれを蹴り飛ばす。私は悪くないんです。やっぱ神父の方が上なんだね。警察、神父っていうそういうヒエラルキーがあるんだね。あ、信じるよ。それはでも神父さんがな。神父、思わぬ名前だ。でもその後すぐに神父は警官も、掌握しているのだろうなと理解した。いつかまたあの忍者が暴れたらあなたたちが町を守れって。ああ、私のことを忍者って言ったのは神父さんなんですか。そうかもしれないな。私は銃を下ろした。ポケットにそれをしまう。ちゃっかり取ってる。両手をパッパとはたいた。弾薬ももらっとけ。神父に死ねって。おお、さらっと読んでしまった。神父に死ねって伝えて。次の日には警部で亡くなっているかもしれない。独特なリアクションをするね、この町の人たちは。マイナーな海洋生物の名前を断末魔になんて言った？スカシカパン？警部は眠りについた。老人よりも中年の方が重かったけれど、さっきと同じくらいうまくいった。また一つ教会を嫌いになる理由が増えたな。こうなると教会が気になるね。私は警官たちの銃をゴミ箱に投げ込むとパシフィカさんの家への歩みを再開したのだった。
弾薬もらった？それから道のりは特に変わったことがなかった。それまでが変わりすぎていたからとかそういうことではなくて、ただ歩いて私の座標が動いて、そして到着した。パシフィカさん家。パシフィカさんの家は町の中心部からは少しだけ離れていたけれど、いざこうして目の前に立つとそんなこと気にならない。私で憧れてしまうような立派な家だ。いい家だね。大きくて暖かそうな一軒家。私のアパートとは何もかも違う。まるで裕福で仲良しな家族が住んでいそうな家。パシフィカさんは一人暮らしだけどね。いや、この町の幽霊はみんながそうで、例外はないんだったかな。家族はいないんだ。そんな家の前にソファーが置いてあった。野ざらしにされていた。幽霊の男が一人座ってた。私を見ると気まずそうに目をそらした。ソファーは私に記憶にはないものだ。でもそれは忘れてしまっただけなのかな。でもやっぱり野ざらしなんておかしいよ。でもこの町は基本的にどこかおかしいから今更の話だよとか。なんとか。あれかな、持ち帰りたいって言ってたソファーかな。そこまで考えてその他、そうだね。昨日パシフィカさんゴミ捨て場からガベージコレクションしてきたものだと思い出した。思い出せた安堵が半分、それを忘れてしまっていた悲しみが半分、一緒に胸の中にストンと落ちた。重さもプラスマイナスゼロだった。男は無視して扉の前に立った。パシフィカさんの家にいようか。少しだけためらってからチャイムを押す。家の見た目より少し安っぽい音。少し時間があってから突然ドアが開く。分厚い木の板は向こう側の音は通さない。何が起きているか教えてくれない。アーニャだ。私の予想とは違ってアーニャが顔を出した。パシフィカさんが出てくるような気がしていたから。家主だもんね。こんにちは。つまずいたような感じだった。私はごく軽いパニックになったけれど、ごく軽いものだったから、それなりに普通に振る舞うことができた。この BGM いいな。落ち着くね。いい天気か？夜で雪だけどな。そうだね。コミュ障を患ってるよ。つまずいてよろけてそのまますっ転んで。体じゃなくて言葉が。例えるならそんな感じ。割と痛い。わかるな。まあいいや、入れよ。コーヒーと紅茶よくわかんないハーブティーがたくさん。どれがいい？紅茶もらおうかな。私を手振りで促しながらアーニャは家の中に入っていく。私もその後を追う。後ろ手に分厚いドアを閉める。街路にあふれていたいろんな音が急激に遠のいた。私がそこにあるとすら思っていなかった微細な音がなくなったことであったことがわかる。コーヒー飲むんだ。私はコーヒーにしたよ。砂糖は一つでさ。なんでこっちの家の飲み物は何でもかんでもうまいんだろうな。値段が高いんだろうな。格差だよ、格差。そんなこと言いながらアーニャは廊下を抜けて今へと私を通した。懐かしい匂いがした。この街の幽霊の匂い。蜂蜜の匂いのアロマキャンドルを思い出すような甘くて重たい匂い。女の子っぽい匂い。日に当たれば消えちゃうくせに匂いだけは実体を持っているような感じがした。今に入ると匂いはもっと強くなった。そう、歓迎会のために明るく豪華に飾り付けられた今に。暖炉があったけどそれは飾りに過ぎなくて、実際は部屋の隅の大きな暖房機がゴーゴーとうなって部屋を温めていた。暖炉使ってないんだね。アーニャに話しかけた。少しためらいながらも私はアーニャに話しかけた。もしかしてただの湯がいいか。たまに飲みたくなるよな。なんでだろう。わかる？
違う、そうじゃなくて。アーニャはたまに鈍感な幽霊だ。それが悪いってわけじゃないけど、そういう個性というだけで。だから彼女への物言いはストレートであればあるほど良い。わかりやすくて助かるね。パシフィカさんは？あ、そういえば出てきてない。お、まだ揃ってないんだね。ああ、新入りを迎えに行ってる。おやと思った。私は急いでいたのだ。だってもうとっくにパシフィカさんは新入りの子を迎えてパーティーを始めているんじゃないかと思ったから。間に合ってよかったね。私遅れたよね。そうだな、随分と遅れたけどパシフィカのやつはさらに手こずってるんじゃないかね。教会に行ってるのかな。少しだけ心配だった。私が街中で暴れたせいでそれを巡り巡って遅れの原因になっているんじゃないかって。そういえば私が暴れたことをアーニャはすぐに知るんだろうな。パシフィカさんは耳が早いからもう知っているかも。私はげんなりした。そのことについて考えたくなかった。話題を変えよう。遅れたってどれくらい？割とだよ。時間の概念ないんだもんね。何分とかそういうのもないのか。割と？そうだね。ああ、また言ってる。正確な時間が分かったら9999年とか言ってないよ私たちは。そうだね。またずっこけだ。とはいえこれもプラスマイナスゼロだ。老人の言っていた3時なんてどこにもないと分かったから。それもそうだね。おいよ、来れればいい OK ってことね。助かる。マグカップの中に揺れているのはタールみたいな真っ黒いコーヒー。飲めないってことはないっしょ。よく飲んでたし。思ったより仲良さそうでよかったね。私をそれをぐいっと飲み干した。昨日飲んだものよりも甘い感じがした。どの豆なんだろう。うまい。多分。なんじゃそれ。あとこれ。マッチ箱大の缶を手渡した。なんだろう。どうもありがとう。どうやらそれはミント味のタブレットだったようで、でもコーヒーと合うとは思えなかったから、私はそれをコートポケットにしまった。困ったような、でも別に嫌なわけじゃないような顔と思うけど、それは私がそう重たいだけかもしれない。こうしてアーニャはソファーに深く腰掛けた。私と同じように手にはコーヒーカップを持って、手の中の小さな黒い水面を見つめていた。私は部屋の入り口で突っ立ったままそれを眺めていた。コートをどこにかければいいかとは聞けなかった。あのさ、アーニャとまともに話すの初めてな感じ？アーニャが顔を上げた。じろじろと見つめすぎていたかなと少し不安になった。もし迷惑だったらごめんと思った。何が？そんな風にすぐ口を動くべきだったけれど、ちょっとだけ遅かった。それよりも前にアーニャが唇を切った。ためらってるね。珍しい感じがする。もしそうじゃないならそれでいいけれど、迷惑だったら嫌だなって。お前にとって迷惑だったらそれはいいことじゃない。誰も得しないし。途切れ途切れの言葉でアーニャは語った。だから何のことだとか分かるまで少し時間がかかった。こうやって呼んでくれることが？おお、迷惑だったらごめん。お前あんまり楽しそうじゃないし、私が話すと嫌な顔するし、
でも別に悪い気持ちがあるわけじゃないのは信じてほしいっていうか。軽く絶望した。軽いのに絶望ってどんな感じだって言われるかもしれないけど、それはつまり胸の中の一部分に過ぎないけど、そこがきっかり崩壊したみたいな感じ。そうだね。お互いなんか仲直りしたかったっぽいのは良かったね。全体から見れば微妙な被害だけど、その範囲内では絶望的。別に嫌ってわけじゃない。誓ってそう言えた。明らかすぎた。要するに私の愛想が悪かったということだろう。もっとニコニコするべきだったし、もっと早く来るべきだった。アーニャは乱闘騒ぎを知らないから、純粋に私の足が重かったって思っているんだ。ああ、なるほどね。違うよ。嫌じゃない。アーニャが私を見ていた。今度は私がマグカップに目を落とす番だった。けれどマグカップの中身は私がもう飲み干してしまっていた。だから仕方なく顔を上げた。ならいいんだけどさ。アーニャはまだ私を見ていた。悲しそうな目をして。だから私も悲しくなる。彼女ほどじゃないはずだけど。でもそうしたかったんだよ。アーニャがぽつりと言った。私らが嫌われてもそうすべきだって話になった。そうすべき？友達を作ってやりたかったんだ。せめてもの償いに。私らはお前から私らを奪ったようなもんだから。ああ、言いたいことはわかる。私にしては分かりすぎるくらいに。なるほどね。お前に友達をあげたかった。私らが嫌われたって新入りっていう友達が残ればいいだろう。でも分かるはずないよ、そんなの。ごめん、本当におせっかいだったらごめん。でもさ、違うよ。一瞬我慢できるかなと思ったけれど、やっぱり我慢ができなかった。私は叫んだ。全然違う。あ、パシフィカさん。本当に間違いよ。大間違い。来た。後ろから声がした。雪を体につけたままのパシフィカさんが立っていた。新入り来た？パシフィカさん。あ、かわいい。あ、一人なんだ。この絵かわいいね。言ってることとんでもないけど。どうして一人で帰ってきたかって？それは教会のうんこがうんこみたいなことを言い出して、うんこみたいに私を追い出したからよ。ごめん、うんこしかわかんない。どういうこと？なんかとんでもないこと言われて追い出されたんだな。パシフィカさんは一息で何かを吐き出すようにまくし立てた。それでもまだ吐き出し足りなかったようだった。うんこのだけに？それでも必死でニコニコしながら帰ってきたのに。何よこれは。今日は休みだったようにバカなお客が出待ちしてる。あ、お客？前にいた人ね。出待ちしてるし、それにも笑顔で対応したのよ。私は。お店やってるのかな？それで申し訳ないな。さよこちゃん元気かしらと思って帰ってきたら怒っていらっしゃる。何言ってんのよあんたは。言わないって約束してたのかな。違うんだ。だって言わなきゃいけない気がして。だって隠すともフェアじゃないし。フェア？そうね、フェアね。
おお、あのね、物を言うのにはね、タイミングってものがあってね。みんなが思った通りに喋ってると最終戦争が起きて、ミサイルが発射されて全部黒焦げになっちゃうの。わかる？わからないかもしれない。ごめんなさい。パシフィカさんの剣幕にすっかりアーニャは萎縮していた。見ていてなんだか痛々しかった。動く？今更だけど。大丈夫です。私気にしてませんから。思いのほか大きな声が出た。胸の中のモヤモヤがどこかへ行った。仲直りできたかな？パシフィカさんの竜巻みたいな怒りの文句が私のモヤモヤを吹き飛ばしてくれたんだ。きっと狙ってやったんだろうな。叶わないなと思う。私に友達を作ろうとしてくれているのは嬉しいこと。それだけ考えればいいとそう思えた。今からこの赤毛のおバカさんを窓の外に投げ捨てろって言ったら私は実行するわ。どうなさる？この笑顔かわいいね。さよこのぎこちない笑顔 しなくていいです。優しいわね、さよこちゃんは。ねえ、アーニャ。すみませんでした。いいよ、もう全然。いいなあ、この雰囲気。もうと一通り嘆いてからパシフィカさんは私の手を取った。そして私の目を見て、新入り来なかったね、結局。あの子が言葉足らずなのはあなたも知っているはず。だから決して悪い皮膚には取らないでね。はい、私がその言葉の続きを考える前に、ドアベルが鳴った。さっきの客？アーニャ？はいよ。パシフィカさんの代わりにアーニャが玄関に向かう。玄関前にいたね。多分さっきのお客だと思うから今日は多忙ですって答えてちょうだい。2話では出てこないかな。了解した。廊下の向こうにアーニャが消えた。いかにも面倒そうにダラダラと歩いて消えた。それでさやこちゃんなんて言おうとしたのかしら。本当パシフィカさんはすごいなーってごまかした。ありがとう。でもどうしましょう。なんとかしてあの子を連れ出さなきゃね。まだ教会にいるのかな。どんな子、いえ、どんな人だったんですか？それがね、ちょっとしか見れなかったんだけど、その時だった。どうした？玄関からアーニャの叫び声が聞こえた。一瞬警察が来たのかと思った。でもさっき倒したしな。そうだね、撃ったもんね。というかゲーっていうのはどっちかっていうと勘弁してよとかそんな雰囲気を感じるしとかそんな思いが脳裏に駆け巡った。何事かしら？どうしたのよアーニャ。何かあったらしい。今そっちに行く。くそどちくしょうめ。どうしたんだろう。廊下のドアを開けて気だるげな表情をしたアーニャが現れた。パシ、お客だ。そしてアーニャの陰から元気な小動物が飛び出した。そんなわけないけどそんな風に見えた。女の子。誰だ？さっきのシスターさんだね。泣きながらハム2切れ食べてた子。お忙しい中お招きいただきありがとうございます。素敵なお家ですね。招いてない。新入りの子ではないのか。かわいい。小動物に見えたのは一人の子供だった。いや、私も大人って年じゃないから子供なのかな。でも子供って感じはしない。
子供を見て子供だと思うのは自分を大人だと思ってるからなのかな。な、ゲーだろ。知り合い？あんたなんてものを呼び込んでくれたのよ。教会の人って知ってんのかな。パシフィカさんの眉間にシワが寄っていた。この女の子がそんなに有害とは思えないけれど。へえ、オープニングで見た印象とはだいぶ違う。あなたが噂の忍者さんですね。クラーク、感激、あ、クラークっていう名前なのか。聞いたことある名前だな。大使を抱けとか言ってそう。はじめまして。私を認めると同時に声をかけてくる。コロコロとした一層の瞳がキラキラ輝いていた。そう、クラークさんね。多分そうと思う。そう言うと彼女は私の元へたかが数歩でかけてくる。その可愛い動きで手袋を外すのに可愛いもクソもない気がしたけど、実際には可愛かったのだ。私に握手を求めた。私はおずおずと片手を差し出すと、えへへと言いながらその手を両手で包み込んで上下にブンブンと振った。うわぁ、引いてる。ああ。何がそんなに嫌なんですか。礼儀正しくていい子だと思いますけど。そうだね。そこなのよ、そこ。どこ？ねえ、クラーラ。自己紹介しなきゃいけないんじゃなくて？そうでした。クラーラね。クラーラと呼ばれた女の子がぴょんと姿勢を正して改めて私に対面する。クラーラと出会うっていう実績を解除しました。私クラーラと申します。教会の人なんだね。教会で見習いのシスターをやっています。ふつつか者ですがよろしくお願いします。クララではなくクラーラね。ペコリと頭を下げる。腰から上半身を曲げるのではなく、頭をブンと下げるだけの不格好な例。けれどその不器用な仕草も子供らしい可愛さの一部という感じ。随分と綺麗な顔立ちの子だけど、本人はそれを分かっていなくて自分なりに一生懸命に誰とでも接している。完璧じゃないことも含めて完璧な子。教会の子だから2人はあれなんだね、嫌がってるんだね。な。あざといのが嫌なのかな。さやこちゃんなら分かってくれるわよね。分かんない。かわいい。この子は別に聖職者じゃない普通の子だけど神父に浸水してる。へえ、聖職者じゃないんだ。神父に浸水して教会に出入りしてるの。教会の回しのものだから嫌いってことですか。それが全部ではない。それは3分の1くらいの理由ね。いいか、こいつは見てくれがいい。しかもそれを自覚していないから謙虚。でもたまに子供らしいキュートなことを言ったりする。いいじゃない。だからみんなに愛されてる。パーフェクトにな。愛されているから性根が曲がることもないわよね。だからこの子はとってもピュアで、だからますますみんなから愛される。こいつを嫌いなやつなんかそうはいない。だから嫌われる感覚とか居心地の悪さとも無縁だ。そうすると周りはますますこの子を好きになるわよね。だから彼女は毎日幸せ、周りも幸せ。
二人の説明はまさに危機迫るものがあって、二人でびっちり逃げ場を塞いで語りかけてくる。それは宗教勧誘に少しだけ思い出した。本当はどっちかっていうとその逆なんだけど。お、サービスショット。これ大丈夫 YouTube くん。大丈夫だよね。大丈夫だよね。みんながこいつ好き。明るくて、可愛くて明るくて、わけ隔てない愛情をわけ隔てなく、愛嬌と一緒に振りまくこいつが。なんで急にサービスショット出てきたんだろう。はわとか言う子だ。私褒められるようなことしてないです。早く神父様みたいになれたくて。随分と綺麗な顔立ちの子だけど、本人はそれを分かっていなくて、自分なりに一生懸命に誰とでも接している。完璧じゃないことも含めて完璧な子。改めて目の前の見習いシスターを見つめる。なんでこのショット出したんだろう。なんかイライラする。だろ？お分かりいただけたみたいね。なるほど。つまりは完璧な女の子の完璧な少女時代を見せつけられた時にどう思うかという話で、多くの人は可愛いなとか思うのかもしれない。ただそうも思えないひねくれ者もいるわけで、つまり言いがかりと逆恨みですね。そうとも言う。まあでも全員から好かれているなんて気持ち悪いから、これでやっと自然という気もする。否定もしないけど謝罪もしないわ。なんでここに来たんだろう。よし、こいつを暖炉に放り込もう。やつにも久しぶりに仕事をさせてやらんと。薪にするか。おー、天然さんだ。アーニャさん、面白いジョーク。もうくそったれ。やりづらいね。確かに。アーニャはすべて諦めたような顔で天を仰いでからソファーの方にふらふらと歩いてふかふかの布地に倒れ込んだ。その様子を見てアーニャさん面白いなとクラーラが言った。アーニャはもううめいていた。パシフィカさんも苦手なのは意外かもしれない。まあいいわ。わざわざこんなところまでどうしたの？なんとなく予想できるけど。教会の回し者だからかな。パシフィカさんが腕を組んでクラーラに向き直る。その目はゾッとするほど冷ややかで、ひるまずにそれを直視できるクラーラが信じられなかった。新しい幽霊のことについて誤解していらっしゃるみたいだったから、クラーラはうんこ野郎の言い訳は聞き飽きたわよ。なんて言われたんだろう。うんこじゃないです。神父です。神父じゃないわ。うんこだわ。なんだろう、この神父？逆転してたけど。わかったわ。神父じゃなくてうんこね。そう、うんこ。はい。この子らうんこ好きだね。いいんだけどさ。もうほえじゃないよ、うんこだれめ。神父様は素晴らしい方ですよ。きっと何かが考えです。お考えがあるんです。きっといつもパシフィカさんもわかると信じています。うんこと9999年の
言い回しは流行りだと。新しい子を危険だとかなんとか言って閉じ込めることのどこか深いお考えなわけ。そういう考えなんだ。きっと他の方には理解できないから時が来たら教えてくれるんだと思います。で、あなたはどうしたいの？何をしてってここに来たの？クラーラは神父様を嫌いにならないでほしくて、神父様はご自分では弁解なさらないから代わりに私が来ました。ほう。つまりユンコがあなたをよこしたわけじゃないのね。なるほど。ああ、もう先にそれを言ってちょうだい。あなたが何かうんこからメッセージを預かっているものだとばかり。これだけ神父をバカにされてもクラーラね。クラーラの瞳はまだキラキラしている。私は宣教すら覚えながらただ会話を見守ることしかできていない。クラーラね。神父様は神からのメッセージを私たちに伝えてくれます。クラーラはその神父様のメッセージをみんなに伝えたいんです。聞いてた。はいはい、うんこんこ。暖炉はダメよ。窓にしましょう。片付けの手間が省けるわ。そうかな。私自分のこと名前で呼ぶ女、みんな燃えちまって前から思ってたんだけど。ふざけてるって思われてるよ。アーニャ。もうふざけてる場合じゃないです。分かってもらうまでクラーラは帰りません。帰ってくれ。だってパシフィカさんは分かってくれるってクラーラは信じているのです。自分の言葉にうっとりするみたいに目を閉じるクラーラ。これはこれで幽霊みたいだと思う。叩いても実体がないから攻撃が突き抜けてしまう対処不能な存在、幽霊。干渉できずずっとそこにあってどうしようもない一つの現象。そう、今すぐ帰りなさい。玄関から帰るかその窓から帰るか好きな方を選びなさい。いいえ、クラーラは帰りません。パシフィカさんやアーニャさん、忍者さん、お友達になりましょう。だから私は忍者じゃないんだけどな。校舎ね、窓からお帰りなさい。やれやれといった風にパシフィカさんが息をついた。頑固だな。恐怖には屈しません。怖がっているのはあなた方なんですよね。大丈夫ですから。神さんはみんなを愛してくださいますね。ナムさんは宗教が違うな。パシフィカさんが、クラーラの肩に手をかけた。かわいい。これさっきの絵欲しいな。どっと疲れた。お帰りはあちらだよっていう実績を手に入れました。最悪よ。今日はほんと最悪。最後にあいつなんて言ったよ。ほえー。脳死だ。あ、ほえーって言って出てったの？投げつけられてどうやってほえーが出るんだよ。ギャーとか言っとけよ。男はきっとあの子のああいうところが好きなんだわ。おえ。
窓が壊れて風が吹き込んでいたけれど、私たちは文句の一つも言わなかった。あの子を呼び込むくらいなら冷気でも呼び込んでいた方がマシだった。見えない氷みたいな冷たい風が吹いて、飾り付けがゆらゆらと揺れた。アーニャとパシフィカさんはそれにも無反応で、ソファーでぐったりとしている。なんていうかすいません、私のために。かわいいね、この座り方。一方、私はそこから少し離れた床に直接壁にもたれかけて座っていた。低いところ、床にたまる冷気はバカにできなくて、早くも場所選びの失敗を後悔しつつあるけれど。ソファ座ろうよ、一緒に。役目を果たし損ねた歓迎会の飾り付けが見た目にも寒い感じがした。新入りの幽霊がかわいそうだった。その人の一人称が自分の名前じゃなければいいけど。気にしなくていいのよ。私が怒ってるのはさやこちゃんじゃないわよね。教会に怒ってるのわかるでしょ。まあそうですけど、でも迷惑かけてるなーって。詳しいことはわからないけれど、パシフィカさんは頑張ってくれたんだろうと思う。私のために。そうだったね。そういえば私に友達を作るために私の友達を辞めることになっても、それってどうなんだろう。アーニャのバカがどう言ったか全部は聞いてないけど、別にあなたのお友達を辞めたいわけじゃないの。あなたにあげたかっただけ。仲直りの印に。物はすぐどこかへ行っちゃうでしょ。だから関係をあげたかったの。勝手にびっくりパーティー企画するのと一緒。これまで来たらもう意地だしね。騙してたわけじゃないんだよ。本当だよ。動くね。わかるよ。大丈夫。むしろ気を使わせちゃって。その続きを思いつかなくって、会話は途切れて代わりに沈黙がその後を受け継いだ。とにかく寒かった。暖房機が動いてこそいるけれど、焼け石に水でおよそくつろぐなんて無理な寒さだった。窓割れてるしね。寒いだろう。こっち来たら。そうだよ。みんなでくっつこう。パシフィカさんとアーニャがずりずりと体を動かして、その間にスペースができる。床よりもマシなはずだわ。いいね。くっついたら少しはあったかいかもしれん。私は立ち上がって、それからその場に立ち尽くしてたっぷり迷った。結局私は遠慮した。今日は疲れたのでもう帰ると伝えたのだ。わかったわ。今日はごめんね。明日までにいろいろ考えて実行するから。起きたら来てちょうだい。待ってるから。またコーヒー飲もう。じゃあまた明日。待って、送るわ。じゃあ玄関までで結構ですと答えて、私は味気なく別れた。ドアが閉まる直前にその隙間から私も帰るかなというアーニャの声が聞こえた。空はまだまだ暗い。往来にはまだ幽霊がいるくらいの時間だ。さっき騒いだことを考えると大通りは通るべきじゃないだろうな。私は人目を盗んでこそこそと歩き出す。部屋の中が寒かったからあまり寒いと感じずに済んでいた。新しい友達を作ってあげたかった。それが2人のベン。私が新しい幽霊に強く惹かれていた理由もある意味それと同じだったんじゃないかという気がした。私が今まで積み上げてしまった行動やその結果は長い時間を得て
もはや私をアーニャ・パシフィカさんの手ではどうしようもないほど大きなものになってしまった。新しい幽霊は都合がいい。今までの歴史を背負っていないから。まだ誰とも等しく遠いから。等しく遠いからね。誰よりも早く歩み寄ればきっと味方でいてくれる。私はきっとそんな風に考えたんだろう。無意識ってすごいな。私の無意識は私よりも賢いんじゃないかな。だからつまり2人のプレゼントは私の需要に合ったものだ。2人はどんな形であれ私なんかに友情を示してくれた。プレゼントという表現は限りなく正しい表現なんだろうという気がした。でも自分たちが友達じゃなくなってもなんてプレゼントを喜んで受け取るのは違うだろう。友達のままでいてほしいね。私は息を吐いた。ずっと友達でいたいけど、別に新しい友達が必要だとは思わなかった。2人と過ごせれば私はお腹いっぱいだ。でもそれでは2人からのプレゼントをいりませんと押し返すようなものだ。できるならばやりたくない。プレゼントはあげる側も嬉しいものだったような気がする。プレゼントをあげたことぐらいきっと私にもあるはずだ。あるよね。あってほしいな。最初からなかったように空っぽな記憶を必死でまさぐっているといつの間にかアパートの前にいた。2人ともずっとお友達がいいね。4人になろう。ただいま。動く。パシフィカさんの家はそんなに遠くない。でも随分と遠くに行ってきたような気分だった。老人は警察はどうしているだろう。報復に来なければいいけれど、お返しに投げ飛ばされたり打ち抜かれたりするのはごめんだった。そこまで考えてふとひらめいた。そっか。私にできることが見つかった。お返しならできるかも。なんだろう。久しぶりに頭を使って何かを考え出した気がした。思わず笑みが漏れた。私が戻ってきたみたい。不思議とそんな風なことを思っていたら階段で転んだ。それでもお返しの方法を考えるのはもちろんやめなかったけど。たまに入るアーキャッチいいね。かわいい。夜がさらに更けて、幽霊の6割は眠ったかないや7割は寝たんじゃないかとか、そんな時間。この町では更けてないか。明けてか。汽車と並んで最も大きな建物である教会の正面入り口に男は立っていた。男の格好は教会にそぐわない。油ぎった顔は武将髭に覆われている。身につけているものもひどい。まだらに変色した手袋、ボロボロのブーツ、見るからに臭そうな棒、出っ張った腹がよくわからないシミのついたコートを押し上げていて、そして小銃を構えていた。男は見張りだった。教会にたまにあることだ。何かが動いているときは教会に見張りがつく。信者とはおよそ関係なさそうな男たちが銃を持ってうろつく。男たちは自らが何のためにそうしているかを知らない。でも神父の命令なのだ。だから立っている。教会の中に誰も入れないために。神父は町のそういう勢力にも顔が利くのだった。男はもう見た目から頭が悪そうだったけれど、メガネが必要なくらいには目が良かったので、メガネが必要ないくらいには目が良かったので、彼のもとに歩み寄ってきた少年には気づくことができた。
今日は立ち入り禁止だ。今日は。男はたどたどしく立ち入り禁止の旨を伝えた。でもお祈りがしたいんです。なんとかなりませんか？少年はどうやら内気な性格なようで、うつむきながら男に懇願する。ダメだ。質問には答えない。通さない。ダメらしい。男は肩にかけた小銃に手をかける。突きつけて脅すつもりなのだ。しかし少年はたじろぐ様子も見せない。うつむいたまま、キャップを深くかぶって表情は読み取れない。ただでとは言いません。少年が言った。これをお納めくださいな。チャック付きのごく小さなビニール袋を男に差し出す。白い錠剤が3粒入ってる。上物ですよ。なんだろうね。男が決断を下すまでに少し時間がかかった。喋り方があれだね。独特だね。通していただけますか？なるべく早く戻れよ。そうして男は道を開けた。少年が悪意を持った侵入者であった場合、少なくとも正面からの侵入は試みないだろうと考えたからだ。そうか？もう一つ理由があるとすれば、男の頭の中はすでに錠剤のお楽しみでいっぱいだったこともあるのかもしれない。なるほどね。なんとなく察しがついた。そういうわけで私はまんまと教会への侵入に成功した。便乗したのか。あ、少年の格好をして入ったのか。まるで本当の忍者みたいだ。息と一緒に集中力を切れたんだと思う。そう思った時にはゴミ捨て場で拾ってきたコートとウィッグとマスクとかもろもろ変装用具が消えてしまった。3粒取り出しただけでまだ食べていないミントタブレットも、形だけでも服とかを盗んできたリサイクルショップへの懺悔ができたらよかったけど。へえ、忍者だ。ちょこちょこ荒ぶるね、僕が。私はどうやら他の幽霊と比べてもなお持てるものの数が少ないみたいだと気づいた。忘れてたことを思い出しただけかもしれないなと思ったけれど、そこからいつもみたいに考えの泥沼にはまることはなかった。だって声がしたから。いや、同時に姿も見えていた。姿を見るだけでムカムカした。神父かな。神父っぽい。神父がそこにいた。でもそのようなのどう考えても間抜けな質問だったから尋ねるのはやめた。私の溺れげな記憶の中の神父とこの神父はよく似ていて、だからこれが神父で間違いないんだろう。もうとっくに滅びてしまったライオンを思い出した。オールバックにした髪がたてがみを思わせるんだ。肉食獣のように鋭い眼光といい、うなり声のような低い声に自信のあふれた立ち振る舞いといい、百獣の王という感じがしたのだ。こいつがこの町の頂点ね。いや、1024人の幽霊の王というものがいるのであれば、彼はきっとそうなのだろう。ライオンというより動物がいない感じがするよね。まだ30そこらにしか見えない王はまるで神父のように後ろで手を組みながらいかにも親切げに私に話しかけた。動く。おかしいですね。
今日の礼拝は終わりにしたと思ったのですが、あ、ミサイルがステンドグラスに描かれてる。神父が動くのと一緒に燃え尽きたようなろうそくの匂いと埃の匂いがした。うちではないところの匂い。ミサイルだよね、これ。私の教会が嫌いだったけど、この匂いは嫌いじゃないなと思えた。外の方が通してくれたんです。用があるって伝えたら。おお、そうですか。ルールはルール。ルールを守るための門番がルールを破る手伝いをしてはしょうがない。ルールを肝に銘じさせなければなりませんな。おっと、ルールという言葉を使いすぎたか。何回ルールって言った？神父が笑った。私もなんとなく笑った。この感じ、寛大でいつでも余裕があって、こっちを下に見ている。この感じ、そっか。これって神に似てる。今日は街中で随分と暴れたと聞いているが、少しずつカメラアングル動いてるのいいね。この人のそういうところが嫌いだったんだ、私は。どうして部屋から出てきた？神父は言った。同時に余裕さと寛大さが消えていた。スイッチを入れたんだ。老人と警官を殺した忍者を相手にするために。2つ奪ってやった。私は少しだけ嬉しくなる。急に友達が来たので、私のありのままに答えた。部屋から出ちゃいけないのかな？神父ならいけそうじゃない？あんなことがあってもう二度と出てこないと思っていた。邪悪なものは封印されたと。神父は私からひとときも目を離さないつもりだろう。ほとんど瞬きもせず私をずっと見ていた。同時に私を透かしてあの日の出来事を見ているんだろうなと思う。私にも見せてほしかった。奪い取りたいと思った。私が知らない私の存在はなんだか怖かった。しばらく見ないうちに雰囲気が変わったな。一瞬誰だかわからなかったが、来るならお前だと思っていた。来るならお前だと思っていた。胸の奥が痛んだ。虫歯に似た痛み。長く長く続いて私を眠らせたくないような。パシフィカさんが、アーニャが、どこかためらった様子で私に接するのはそういうことなんだろう。私は変わったんだ。多分良くない方に。二人は優しいからそれを言い出さない。私は気づけなかった。二人が見ているのは私の自分で、今の私はそれに免じて優しくしてもらっているだけで。いいね、ラスボスに対峙してるみたい。このアングルと緊迫した BGM いいね。まだ2話だけど。二人が話しているのは私の抜け殻なんだ。抜け殻を抱きしめて笑顔を作って分かりきったことを説明して、ああ痛い、心臓かな、心筋に痛覚はないはずだと誰かが言ったけれど、そんなのは嘘だと思った。痛む場所がないのに痛いなんてありえない。どこかが痛いんだ。でもどこかはわからない。癒すことはできない。こんなの嫌だ。新しい幽霊いますよね。早く返して。私は語気を強めて言った。ここから早く立ち去りたかった。確かに。それは神父に一理ある。返す。お前のものでもないくせに、あれは危険だ。ひょっとするとお前よりも、忍者よりも必要なんです。何のために？侍かな？友達が私のためにあの子を必要としている。だからその必要を私が叶えたいと思った。おかしな話だ。
でもこれは壊れているかもしれない私が考えて出した答えなんだ。どうか邪魔しないでほしい。神父が諦めたように言った。多分私の話を理解しようとするのを諦めたんだ。彼女は女の子だね。連れて行かせられない。あれは魔女だ。この町の不安を乱す、平穏を乱すものだ。私が封じなければならない。魔女らしい。平穏ってなんだ。死んでも死なない幽霊に平穏はあるのか。もしあるとするならば、すべての幽霊はすでに強制的に平穏の中に閉じ込められているものではないか。我々は神に試されている、施しを得られる、その日まで、許しか得られるその日まで、この町の者たちが平穏を守り、つつましやかに暮らすように導くのが私の役目だ。神父は私を見ている。手は後ろ手に組んだままでふんぞり返って。私のことを警戒していたけど、彼は安心している。彼には心の拠り所がある。ここで日々を過ごす目的がある。満たされている。そんな奴に負けるものか。許しを得られたとき、我々は楽園に導かれるだろう。一人でも多くの者にその教えを広めることで、我々はよりよく生きることができる。その時まで私は耐え抜いてみせる。罪を、一瞬一瞬は楽園への階段なのだ。空っぽの私でもそう思うことだけはできたんだ。空っぽの精一杯で。視点が変わった。そんなんじゃダメ。すすぐか。なるほどね。その時空っぽの私に何かが吹き込んできた。一瞬だけ窓の割れたパシフィカさんの部屋のことを思い出した。神父視点で変わったね。どこかで誰かから聞いた。人は理屈よりも物語に共感するから、それを使って頭のいい人はお金と尊敬を集めるんだとかなんとか。いつどこの話だったか思い出せない。こんなことばっかりイライラする。だから神父の言葉を遮って私は言った。多分ね。そんな物語で私は動かない。多分と言ったのは、あまりにも私が言った感じがしなかったからだ。物語ではない、真実だ。真実である。あなたの思い通りになる女の子ばかりじゃないわ。思い通りにしてみせよう。それが神の望む道ならば。いつまで神のせいにするの？ここがそんなに嫌いなの？諦めなよ。もう逃げ場なんてどこにもない。驚くべきことに私は笑っていた。喜怒哀楽ごちゃ混ぜの笑み。そういえば喜んだ時も怒った時も悲しんだ時も楽しい時も人は笑うのだ。意味や違いど笑うのだ。大体の場合、笑っておけばもう間違いないのはきっとそういうわけなんだ。そうだね。それにしてもこの私は誰なんだろう。誰が喋ってる。体の中どこかの器官が燃えていた。その熱量に私は突き動かされていた。マグマのような熱量が血に混じって体内を巡っている。頭脳までもが熱の塊になって、赤熱して、その光が思考の隅々まで明るく照らしていた。怒っておる。神父が後ろ手を前に回した。やっぱ持ってた。やっぱりと言うべきか、その手にはオートマチック拳銃が握られていて、銃口は私に向いていた。お前は悪だ、悪魔だ。いいや、忍者だ。
残念ながらここには幽霊しかいない。死んでいるくせに生きてるみたいに振る舞うのは滑稽よ。拳銃なら避けられるぞ。魂は生きている。これからあなたを撃つ。あなたは復活する。そこには命も魂も関係ない。ただの法則。ものと一緒。大事でも何でもない。実感すれば学べるかも。私はもっと大事なもののために動いてる。おお、お前なんかに私の気持ちが分かってたまるものか。神父から余裕も寛大さも上からの目線も根こそぎ失われていた。もうライオンには見えやしない。ただの男だ。ただの男だから銃に頼るんだろうな。神に銃はいらないだろうから。気分が良かった。私は満たされたような気持ちだった。これが奪うってことなのかもしれない。黙らないは他でもないあなたのことだもん。ねえ、こんなに寒くて暗いところで飽きもしないでずっと。彼女。黙ってくれ。彼女と同じこと言わないでくれ。神父に愛情すら感じながら私は最後にこう言った。お、いつまで誰を待ってるの？私は何を言ってるんだろう。でもかけるべき言葉はそれで最後だって知っていた。なんでだろう。私もわからない。誰か知っているといいけど。お、戦闘始まるぞ。神父が引き金を引こうとするのがスローモーションで見えた。でも見えた時には注意は後ろに向いていた。お、誰か入ってきた。さっきの男か。私がさっきの男だね。扉が開いてさっきお楽しみで追い払ったはずの男がライフルを構えていた。男は一瞬でなんとなく状況を把握すると、ただのタブレット渡してたことね。とっくに私はコートから拳銃を抜き出して男の眉間に狙いをつけていた。おお、早打ちもできるこの忍者。私が稲光のように早く動けることに疑問は特になかった。そうしたいと思ったからそれができた。それくらいの自然さで、私はこの私が知らない私を受け入れた。あ、このショットかっこいいね。忍者目って罵倒に入るの？神父はためらいなく発砲した。男がこの場所の破壊に。しかしその狙いはずさんで、私にその場から動く必要性を感じさせなかった。ちょっと間違え、ちょっと？お前は何がしたいんだ？そうだね。神父は言った。それは思う。そんなのわからない。と私は思った。でも私は答えた。地面を蹴った。神父との近くない距離ですぐに埋まる。神父は結構銃の才能あると思う。でも避けられないほどじゃない。そういうわけで眉間に彼の部下、警官から奪った拳銃で突きつける。会いに来たのよ、あの子に。目を閉じた。銃声。人間ほどの大きさのものが床に崩れ落ちる音。血が耳元でゴーゴー鳴っていた。そこにいるのは誰？でもわずかな足音を聞き逃すということはしなかった。お、新入りかな。文句なしに可愛い声。この声には聞き覚えがある。クララ。礼拝堂の向かいの黒がりの中に何かがいるようだった。ガチャンと何かの機械の作動音。一瞬、新入りかな。一瞬の間を置いてサイレンが鳴り始めた。火災報知器のレバーか何かで操作したんだろう。きっとほどなくして神父の取り巻きや警官が駆けつけるに違いない。クララね。そうだ、彼女は確か教会に。目を開けた。
わずかな抗議の声が暗がりの中から聞こえてくる。私と友達になりたいんでしょう。それでも躊躇する気配。止めて。その気配に向かって当てずっぽうに発砲した。当たらなかったけれどそれでよかった。音が止まった。この手の方式は手動でオフにできることを私は知っていた。暗がりに歩みと逃げる様子はない、あるいはできないのかもしれない。足を震わせて、もう精一杯という様子で立っているクラーラのそばに立った。あ、名前を呼んでくれた。名前知ってたんだ。さやこさん、今ならきっとみんな許してくるから謝りましょう。許してくれるかい？そう、大丈夫。絶対大丈夫だよ。だから。あね、新入りのいるところにね。さやこさん、クラーラも手伝いますから。紙？あ、紙でお花作ったんです。あげますから。うまい。ちょっとだけ魅力的だと思ってしまった。全部謝って。そしてみんなが私を許してくれて。私はクラーラみたいに愛される想像をしたからだ。でもそうしたらパシフィカさんやアーニャも私を嫌うはずだからお断りだ。そんなの絶対に嫌だ。おお、案内してって言ったのよ、うんこたれ。おお。私はクラーラの方を殴った。もちろんと言うべきかグーで。半メートルくらい吹き飛んでからクラーラは鼻血を流しながら起き上がろうとして手を地面について失敗した。冒頭のシーンにつながるかな。でも泣いてはいなかった。信じられないという顔をしていただけだ。殴られるのは初めてかい？何が起きているのかこいつはまだ分かっていない。それが私をイライラさせた。あなたのことが嫌い、でも好きになれるかも。もっと殴られたかったら案内して。まあ本当なら殴るほど嫌いではないけど。クラーラは黙って起き上がった。垂れっぱなしの鼻血を拭うこともせず、そうまるで幽霊みたいにか細い声で。こっちです。と言った。これが終わったら友達になろう。いや無理でしょう。クラーラに声をかけたけど返事はなかった。教会の中を歩くのは多分初めてで、なんだか気持ち悪いようなおかしな気持ちになった。ちょっと乗り物酔いに似てるかもしれない。教会は大きく目立つ建物だから外からは見慣れている。なんとなく知ったような気になっていたけど、実際には全然知らない建物だということが分かって気持ち悪いのかも。ただの箱だと思っていたものにも中身があることを知って、そんなの当然なことなのにね。私も思っているほど自分に詳しくないよなと思う。自分で自分にびっくりするほどの連続だ。私が私じゃない気もする。でも客観的に見たとき、これが本当の私なのかもしれない。でも私は私の分かりようがない。なぜだかどっと疲れた。ダメだ、集中ができない。クラーラに突きつけたままの拳銃が重い。弾あと何発残ってる？階段を登るのがつらい。何階建てなのこの建物。4階建てです。今いるのは3階。各階をつなぐのは中央階段のみのようで、それは脱出のルートがかなり限られていることを意味していた。4階からじゃさすがに死ぬか。歩いているうちにクラーラの話は止まったみたいだ。もはや帰りのための道順を覚える努力をすることもなく、私たちはずんずんと進んだ。私もクラーラも黙っていた。ここです。クラーラがドアの前で無機質にそう言った。
人間とは思えないまでも人間にかなり近いロボットぐらいに見えた。クラーラの頭の中は今、私と似た状況なんじゃないかと思った。クラーラの背丈は私とほとんど変わらない。髪質は違うけど、髪の長さも。私もこんな風に見えているんだとしたら不気味なやつだなと思う。いろんなことを考えたけど、私の中から出たのはそんな言葉だった。ついに。見えるかな？そして手を合わせてお辞儀した私に気を使ったのだと一瞬遅れて理解した。忍者挨拶ね。お邪魔します。ドアの間から暖気が流れ込んできた。暖炉が焚いてある。誰かいる。そうだ。私はこの人に会いに来たんだ。お邪魔します。クラーラの後に続いて私も思わずそう言った。恐怖みたいなものがにわかに私を支配していた。だってここまでして会いに来た相手が私のことを全肯定に捉えてくれるとは限らないし、自分を軟禁してくる教会とそこに人質付きで押し入ってきた銃を持った女、どちらを信用する気になるか、私には推し量りがたいところだった。そもそもその子がどうにも好きになれない感じの子だったらどうしよう。仲良くできる自信がない。いや、そもそも向こうにとって私がいけすかないかも。声がした。知らない声。新入りの子だ。ととっさに私はうつむいた。寒かったでしょ？入って入って。後ろにいる人も。反射的に顔を上げた。フラッシュバックのようにいろいろなことを一瞬で考えて一瞬で忘れた気がした。これって緊張なんだと気がついた時にはもう彼女が視界に入っていた。もっと心の準備をしてから会うものだと思っていたけど、実際にはいろんなことはそうだ、ずっと急なんだ。緊張しすぎて視線がぐんにゃりと曲がった。歪んだ視界にいろんなものを見た気がした。雨とか学校とか夏の暑さとか、誰かと一緒に笑ったこととか、夢の中の出来事みたいに全部浮かんでは消えた。なんで？どうして？怯える私はもう一つの私だった。いつもの私だったね。怯えているって落ち着くんだなと思い出した。急に来た。おめでとう。謎のニューカマーっていう実績をゲットしました。来たね。ちょっと動くよ。彼女が私を見ていた。その顔は少なくとも微笑んでいた。お待たせしました。緊張しすぎたのか変な返事をした。おめでとうにお待たせしたなんて変だ。おめでとうもだいぶ変だけどね。でもその瞬間にだけそれはしっくりきていたのかもしれない。もうわからない。私が微笑んだのとその関係があったのかもしれないけど、なかったのかも。とにかく二人して笑っていた。冒頭のシーンだね。もう怯えてはいなかった。彼女のパシフィカさんとは違う意味で大きな目とか、女の子らしい丸みのある頬とか、その見てるだけで幸せになりそうな笑顔とか、そんなものをしばらく見ていた。何かを確認するためにそうしていたような気がする。忘れてしまったけれど。お名前ね。私は尋ねた。名前を聞いたらすぐ連れて帰る腹積もりもだった。我が輩は猫である。名前はまだない。口に出してから彼女が自分の名前を言ったのではなく、名前を持っていないことを伝えたかったんだなと理解した。私はこういうところがすっとろいんだね。もう
幽霊の名前をどうやってつけるのか私は知らなかった。幽霊になる前からついているのか、新しくつけるのか、どうだっただろう。ねえねえ、二人とも暇？いえ、暇ではありません。今すぐ一緒に逃げてください。ちょっと背高めだね、二人より。名前はまだないさんが笑った。屈託のない笑み。本当に良かったんだなって見ただけでわかる。純粋にそういうのっていいなと思う。あ、出た、ハム。なら一緒にハム食べない？美味しいよ。クララちゃんもね。でもシールさんは話を聞かない性分のようだった。これは純粋に良くない。私は黙ってしまう。だって話を聞いてくれない人には何を言っても無駄だから。食べたら言ってくれますか？私は思考を切り替えた。早く逃げるんでしょ？早く食べるは早く逃げれるから OK だよね。かわいい。OK OK OK OK。いつの間にかワインも入ってるね。話を聞いていなかったんじゃない。この人は聞いてて無視したんだ。あ、この人話してて疲れるタイプの人だ。そもそもこの人は自分が軟禁されていることと軟禁されていることとか私の存在とかを理解しているんだろうか。わかりました、食べましょう。そのハムどっから出てきたの？ライフルを発砲させなかった拳銃の銃声が何発か立った。火災報知器もすぐに鳴りやんだ。この部屋までの道のりも。私はクラーラがわざと遠回りをして時間を稼ごうとする可能性を警戒していた。なるほどね、まっすぐだったし、ほどなくして応援が駆けつけるだろう。でもそれは今じゃない。世の中に心配事は多いけれど、心配事のうち現実になるのは心配してることすべてよりいつも少しだけ少ないことを私は知っていた。はい。食べて全力で。おお、そうしたら自首してくれますか？おわ。バカなことを言い出したので拳銃で頭をひっぱたいた。鈍い音がした。暴発の危険は考えなかった。実はもう弾切れなのだ。そうか。5発6発は撃ったのか。考えておく。早く。クラーラの鼻からはまだ血が流れ出していた。机の上のハムは肉がついていて、ちょっと離れていても燻製の香りが漂ってきて、そして何よりもその大きさに私は圧倒された。この町で肉は貴重品だ。ハムは死んでるからこの町にあって間違いないのだけど。しかしフリーズドライの肉や缶詰、冷凍の肉ならいくらか出回っているけど、ここまで肉はほとんどない。現実でもそうそうないけどね。ケバブとかそのあたりくらいじゃない？あんないい家に住んでるパシフィカさんでさえ買わないだろう。これ一人用だったんだ。一人で食べきるには大きかったからね。二人が来てくれて助かったよ。三人でもきつくない？男の人がくれたんだよね。神父？あれ神父なんだね、あの人。なんか笑えるね。テーブルについてなお、私は隣に座らせたクラーラに銃を突きつけていた。名前はまだないさんはそれに一切触れなかった。無視をしているのか、そういうものだと思っているのか。どんな相手にも特徴がある。
特徴さえ分かればそこから理解するのはできるかもしれないけれど、特徴をつかませないのが特徴の人もいるからねとぼやって思った。クラーラは目の前のごちそうに対して明らかに食欲を抱いていなくて、それは私もそうだったけど、これじゃあハムはすぐになくならないなと思った。だからそれで泣きながらハム2枚ずつ食べてたんだ。早く食べたら銃を突きつけるのをやめてあげる。今のとこクラーラがかわいそうにしか見えない。クラーラがハムを切り分けるナイフに手を伸ばした。不器用に切り分けて、ゴミ運搬車みたいにむしゃむしゃとハムを飲み込み始めた。いい食いっぷりだね。あれはトマトジュースかな。不憫枠だね。名前はまだないさんが歓声を上げてクラーラのグラスにボトルの中身を開けた。飯テロだ。ハム美味しそう。そして私もハムに口をつけた。いただきます。やっぱりハムは高級なもので、それだけですでに美味しかったんだけど、それ以上に美味しい何かがある気がした。私にしては珍しく、ちょっと考えただけで答えが分かった。もう外は寝る時間なんだ。朝が近い。人間風によりはこれは夜食なんだ。場違いな時間に食べる場違いなご飯。夜食って美味しいんだった。私は思い出す。すぐ忘れてしまうだろうけど。前にもこういうことがあったような気がしたけど、それは残念ながら思い出せなかった。大きく切りすぎたハムをやっと飲み込んで息をついた。ハムは半分くらい減った。夜食は美味しいね。この時間に食べるのはいただけないかもしれないけど、集中していたのだ。私は動く。今夜は珍しいことばかりだけど。ハムが美味しそうだね。私たちはハムを食べていた。テーブルの上にある頭ほどあった大きなものだ。早く逃げるためにすごい勢いで食べていた。食器の音と咀嚼の音、暖炉の薪が弾ける音が世界のすべてだった。この部屋の外はすべて滅びた後で、もはやこの世界はハムを食べるために存在しているみたいに思えた。私たちは、私と、名前はまだないさんと、鼻血を垂らしながら涙を流したクラーラだった。彼女が一番よく食べていた。夢みたいな状況だって形容するととってもしっくりくる。そうだね、冒頭に戻るね。毛足が長めのふかふかの絨毯の感触が現実感を奪っているのかも。夢みたい。私はもう一度思った。夢みたいな状況に遭遇しているわけだけど、どうなんだろう。あんまりろくなものではない気がするな。クラーラのこめかみを拳銃で小突きながらそんなことを考えた。そういうわけで私はやっと巨大なハムを消化し終えた。食べきれたんだ。満足そうにお腹をさすっているのは名前がまだないさんで、私と多分クラーラは吐き気を抑えるので精一杯だった。肉だけはちょっときついね。ご飯も食べよう。名前はまだないさんは早々にお腹いっぱいになってしまい、ごちそうさまとのたまった。なるほどね。あとはひたすら食べる私たちによく食べるね、おいしいとか声をかけるだけで、ほとんど私とクラーラで平らげたのと同じだった。さてと、椅子から立ち上がって名前はまだないさんがポンと手を払った。鳴りやんだはずの非常ベルが再び鳴り始める。ここで待っててください。クラーラ、逃げたら。言い回し、流行りの言い回しだね。9999回殺すから。私は部屋を飛び出して外の様子を探った。
この階に気配を感じない下の階だ。神父の死体はもう見ているはず。私の仕業だということも分かっているはず。私が応援部隊なら徐々に上階に追い詰める方法を取るだろうと思った。時間がない。部屋へと駆け戻って新入りさんとクララね連れて部屋を出た。スーツケース持ってってるんだ。荷物がある。部屋を出た途端、名前はまだないさんがそんなことを言い出した。ダメです、邪魔になるから。私は困った。彼女の荷物までを守ることできる保証はどこにもないからだ。いつか取りに来れる？私は嘘をつくことにした。いつでも取りに来れますよ。ゴミ捨て場にあるかもしれない。ならいいや。嘘も方便。廊下から銃声がした。死体が見つかったか。一発の銃声に続いて他の銃声がいくつか。それから何かが壊れる音。銃声はショットガンっぽく聞こえたけど、もしそうなら嫌だな。多分私を何かと見間違えたんじゃないかと思った。もっと冷静になればいいのに。でもそれぐらい忍者は恐れられているに違いない。望むところだ。いいだろう。お前たちが忍者だというのならやってやろう。そういう殺伐としたのはシンプルでいいかもしれない。どうせ私たちは死人なんだって強く意識できて。銃声が止んだ。男の声。揉めているのか。クリアリングの真似事をするのもいいけど静かにやるべきだと思う。下はやばそうだけど。名前はまだないさんがぼんやりと言った。大丈夫。私は続けた。上に行きましょう。屋上があるのかな。下がダメなら上に行くしかない。忍者の底力を見せてあげよう。名前はまだないさんが先に行かせて、私がクラーラを追い立てる形で最上階へ階段を登った。飛び降りるのかな。下雪だもんね。ワンチャン行けるか。クラーラが転んだ。多分わざとではない。いつの間にか止まっていた鼻血がまた出ていた。鼻血で失血するつもりなのかも。お、見つかった。でもそのおかげで追っ手に場所がバレた。強い。2人抱えられるんだ。2人を小分けに抱えて階段を一気に登りきり、目に入った最初のドアに迷わず飛び込んだ。すぐに追ってこなかったのは多人数で一気に畳みかけるつもりなのと。どのみち中央階段でさえ塞がれてしまえば袋のネズミにできるからという考えだろう。圧倒的に正しい考え。そうだね。でもその上を行く方法を考えなくては。この部屋は神父の部屋だ。何かあるかもしれない。寂しい部屋だった。大きなデスクとその背の大きな窓だけ。私の部屋より広いのにそれだけ。違うかな。寂しい部屋をたくさん持っているからトータルでは寂しくないのかもしれない。窓の外をじっと眺めた。状況は悪くない。それどころか期待以上で気力がもりもりと湧いていた。これからすることもきっとやり遂げられる。名前はまだないさんはうひょーとか言いながらふかふかしたデスクチェアに飛びついた。まあそんなことはいい。私はひらめいた。ここに立って。私はクラーラの肩に手を置いた。身長がそんなに変わらないから顔の位置が近くなる。その顔をじっと見つめた。何をする気だろう。ごめんねクラーラ。忍者さん？寒いでしょ。私のコート着ていいよ。代わりに身の術だ。さてと、
どうやって逃げるの？名前はまだないさんの言葉に答える暇はなかった。あ、目が変わった。何か言い残すことは？デスクの影に身を潜めながら聞いた。もちろん銃は向けたままで目は離さない。私はクラーラは何か言おうと少しだけ身じろぎして、でも結局何も言わない。だらだらと時間が過ぎた。名前はまだないさんが心配そうにこっちを見ていた。何か安心させるようなことを言いたかったけど、口から出たのはどう考えたって頼りない言葉だった。大丈夫、大丈夫。そういった時には遠かった足音はもうすっかり近づいていた。6名から8名ほどの男たち、しかもライフルか何かの銃火器を携行していると思って間違いないが、もう部屋のドアのすぐ向こうに何か言い残すことは？私が首だけをこっちに向けた。弾入ってないんだよね。ごめんね。でもこれで私たちは対等なんだと思う。違う、これは私じゃない。私の格好をして、私みたいな髪型をしたただのクラーラだった。でも割ときつい。また会うと思うけど、その時は友達になれるかも。でも私に似てた。いつか分かってくれたらいいけど。この子は何と続けるだろう。頭おかしい？倫理に反する？確かにね。でも私は人権について勉強をしたけど、幽霊の権利は勉強してないよ。お、ドアの蹴破られる音。言い残すことありました。クラーラは言った。おお。初めて汚い言葉を吐いた。何それ。私は笑った。笑うことしかできなかったのかも。クラーラは分かってくれたんじゃないかなと思う。そしてデスクの陰に頭を引っ込める。名前はまだないさんが決して頭を上げないように強く押さえていた。射撃音。鼓膜どころか耳ごとどこかへ持っていかれそうな、そういう音。変わり身の術ね。最後まで不憫だったね。生き返るらしいけど、屈強だけどバカな男たちが直面する現実はこういう感じかな。侵入者は神父を撃ち殺し最上階へ逃げたが、最上階へ追い詰められ死の恐怖へ耐えつつ呆然と立ち尽くしていた。男たちは手にした銃で私を撃ち殺す。やがてゴミ捨て場から神父が戻ってきて、男たちはお褒めの言葉をもらう。あとは何かご褒美があるかも。誰が死の恐怖に怯えてるって？そんなことだからお前たちは使いっ走りなんだ。幽霊なんだよ、幽霊。とりあえずそんなことはいいんだ。そういうわけで私は撃たれた。私は忍者だという話は伝わっていたんだろう。恐怖を拭い隠すみたいにめちゃくちゃな量の銃弾がばらまかれた。全部一瞬だった。デスクは大きく頑丈そうに見えたから、流れ弾や貫通弾の心配はしなかった。だから窓の方を見てた。クラーラに当て損ねた弾丸が窓ガラスにたくさん当たった。きっと下手くそがいる。窓ガラスの向こうにあるのはいつもの街だった。私の家から見よるよりずっと綺麗で、でもちっぽけな幽霊の街が。
あっと思って手を離した。名前はまだないさんが分かってるよというふうに素早く刻々とうなずいた。私はなぜか安心した。おお、聖書が落ちるのってそそるよね。訂正、安心できないかもしれない。マズルフラッシュが飛び散る血を、私みたいなクラーラの血だ。そう思うと気分が悪くなった。目の前で分厚いガラスに弾丸が降り注ぐ。あちこちにひびが入り、そして弾け散った。私たちと街を隔てていたものが、あるいは私たちを落下から守ってくれている何かが。でもその守りはいらないものなんだ。同時に背後で何かが崩れ落ちる音。見る気にはならなかった。シスターじゃなくてクラーラ。それはちゃんと覚えてた。飛び降りるのか？絶対嫌だ。そう言われることはもちろん分かっていた。無理やり腰に手を回し、して半ば抱えるようにした。バンジージャンプ行くよ。フライ。でもその名の絵は甘すぎるみたいで球は当たらなかった。いいね。ちょっと動く。見て、すごい。他の男たちも後から続こうとするけれど、もう遅い。私たちは悠々と身を投げた。教会の頂点、神父の部屋の大窓から身を投げた。惰性で放たれた銃声を後ろに、私たちは冷たい風の中に落ちていく。寒い。私の中で何かが冷えていく。コート着てないもんね。さっきまでの私はもういなかった。コートを着ないで外に出るべきじゃないね。なんて関係ないことを頭によぎる。でも代わりに小脇に抱えた彼女の熱をより強く感じていた。この子も寒そうだけどね。セーラー服だけだから。嬉しかったよ。名前はまだないさんが言った。ぽつりとささやくみたいに。風の音がビュービューとうるさい中でそんな声が聞こえたのは謎だった。その一言で私は満足した。驚くべきことだった。魔法みたいに。やっぱり彼女は魔女なのかも。そういえば魔女と呼ばれてたね。今のところどんな人かあんまりわからない。今夜のどんな苦労もこの寒さも全部いいことになった。私の国にあった成仏という概念を思い出す。別に普通ですよ。あとこれは秘密なんですけど、私の方もささやくみたいに言ったのに、聞こえていたみたいで不思議な話だなと思った。その話ね。私実は忍者じゃないんですよ。私も魔女じゃないよ。そんな気はしてたよ。そう、それに落ちているにしては長いこと話し込んでしまった気がするけど、これらは一体どういうことなんだろう。でもさすがにそろそろ地面だったので、私はアーニャが運転する装甲車の上に着地した。優しく着地っていう実績解除したけど、だいぶ痛そうだよね。もちろん金属製のルーフに落下したらただでは済まないので、そこはアーニャの気遣いでさっきのソファーがくくりつけられていた。おかげで私たちは限りなく穏やかに着地することができたのだ。吸収できる？テンション高い。
私今回クソ最強じゃない？クソやばくない？教会のクソども上いんの？いつになく興奮した様子のアーニャが運転席から、言葉遣いが汚すぎるわ。うんことか言ってる人に言われたくないな。パンと何かをはたく音、アーニャのうめき声。早く乗って。助手席からは今度はパシフィカさんが顔を出して私たちを促した。同時に銃声がして、車の数メートル先、まるでデタラメな石で雪がはじけた。狙撃される前に乗れって。4人乗れる？私と名前はまだないさんが車の後部座席に飛び乗った。同時に金属がはじけるような危なげな音がして、多分それは銃が当たった音に違いなかった。でもこれは装甲車だ。全然無敵だ。今の私たちとちょうど同じように。車に乗るのはとても久しぶりだった。深くうなるようなエンジンの音が懐かしくて、私は思わず聞き入ってしまった。誰も喋らなかった。後ろからパトカーのサイレンが聞こえていたから。しばらくしてパトカーのサイレンが聞こえなくなって、アーニャがどこかの路地裏に車を止めた。それでもみんな黙っていた。だからついに私はアーニャに声をかけた。うん。これってあれだよね。あれだね。そうだけど。これとは思わなかったよ。まだあったんだ。あったよ。もったいないだろ。だって。ごめん。謝るなよ。アーニャがいてよかったよ。そうだね。そいつはどうも。アーニャが息を漏らして笑おうとして失敗したように思えた。そうだったらいいなと思った。ちょうど4人乗りなんだ。何2人でいい感じに仲直りしてるの？何よ電話って。今のところ私には来なかったけど。パシフィカさんがどこからか取り出したスナックの袋を開けた。装甲車にスナックというと似合わない気がするけど、どういうわけかそれはしっくり似合って見えた。パシフィカさんの電話番号わからなかったし。あ、そうなんだ。そんなのアーニャに聞けばいいじゃない。急いでたんです。あの後変装に使うものとか用意しなきゃいけなかったし。へえ、変装用具？変装して見張りの人にお楽しみとか適当言って、ミントタブレットを渡して入れてもらって、神父の頭に頭の風通しを良くしてシスターを蜂の巣にしてきた。言ってしまってからまずいと思った。だんだん新入りが前に来てる。私が起こしたのはちょっとした襲撃事件で、一般的な倫理観からかなり距離がある。私が2人だったなら果たしてすんなりと肯定できるだろうか。きっと2人はもっと穏便なものを想像していたに違いなくて、そんな風に嘘をつくこともできた気がするけれど、それはしたくなかった。マジか、お前と友達でよかったわ。アーニャはあっさりと言った。ありがとう。シヒリさん、これどこにいるんだろうね。アーニャが優先順位ってものがあるしなともごもごと口の中で言っていた。あ、外出た。ねえ、さやこちゃん、飛び降りるから教会の表に車で来てほしいだっけ？パシフィカさんの家から帰ってすぐ私はアーニャに電話をかけていた。そう、あの電話、私とアーニャの直通回線。アーニャはすぐに出た。私はすぐに切った。
私が電話を避けている意味がやっと分かった。私ってきっと電話が苦手なタイプなんだ。わかる？赤毛のアーコーにそれだけ言って伝わると思って、私に相談してきて、この子なんて言ったと思う？存在感がすごいね。会話に入ってないのに。パシフィカさんは静かに怒りながら袋の中のコーン菓子をボリボリと貪っている。はいはい、これってどういう意味って言いました？そうね、言葉通りに行動していたら今頃みんな捕まり放題よ。お分かり？パシフィカさんが2つ目の袋を開ける。名前はまだないさんがそれを手に伸ばすけれど、その手はピシャリと叩かれた。ダメらしい。だから相談しただろ。ソファーをくくりつけるように指示したのも私。で、この子ったら普通の車で行こうとしたのよ。脳みそうんこでしょ。それでいいんですよ。おお、よかないわ。パシフィカさんが叫んだ。隣の席に座る名前がまだないさんは自分でスナックを見つけ出して、ハムよりはまずいけど普通に考えたら美味しいとか言いながらボリボリ食べていた。絶対アーニャはパシフィカさんに言うと思ったし、パシフィカさんは意味を正しく組んでくれると思ったし、その通りになったらいいなって思ってて、2人は本当にしてくれて、ありがとう。ハム食べたのにお腹空いてるんだね。あっそ、ならいいわ。その声はそっけなかったけど、ちょっとだけ涙声で、私はもうこの人を泣かせたくないなと強く思った。みんなしばらく黙っていた。何かを取り戻した達成感に浸っていたんだろうと思う。でも楽しかったな、なんだかんだ。楽しかったんなら OK。 先生、質問を喋った。はい、新入さん、さっきぶりね。この車ってどこに行くの？わからん。ここから先のことを誰も考えていなかったみたいだ。確かに連れ出すことしか考えていなかったなと思う。どこにしよう、さやこちゃん。そう尋ねられて私は比較的すんなりと答えた。街の外。ほんの少しだけ空気の温度が下がった。マジで言ってる？いや、まあわかるけど。あの日何があったのか私覚えてなくて、だから思い出しに行きたいかなって。二人の表情が固まった。なんでそんな顔をするの？二人も覚えてない。私たち覚えてないのよ。何かあって、それであなたをさせてしまった原因を私たちは覚えてないの。ちょっとは覚えてるけど、でも。サイコは覚えてると思ったんだよ、私ら。一回死んだら記憶もある程度リセットされるのかな？違うよ、覚えてない。覚えていることもあるけど、覚えてないことも多いし。私は動揺した。いや、二人もきっとそうだと思うのだけど。心をなくした。そうなのかな。
名前はまだないさんが不思議そうに私たちの顔を代わる代わる覗き込んだ。そうだ、彼女が蚊帳の外だ。説明してあげなきゃいけないな、今じゃない時に。お、行くのか。よし、思い出しに行こう。行くのか。アーニャが言った。どこまでも行きましょう。いいね。パシフィカさんが同意して。私も右に習う。お、町の外。説明とかされてる？幽霊のこととか。ってことかな。私たちは幽霊で不老不死でこの町に閉じ込められているけれど、暇だしどさくさに紛れて外に行って限界を超えようって話。パシフィカさんが無理やりに話をまとめた。あまりにざっくばらんで普通共感は難しいだろう。ファンキーだね。何それ、ファンキーだね。あ、また間違えた。 X おっしゃった。名前はまだないさん、そろそろ名前が欲しいな。普通ではないので問題なかった。それはもうここまでの道のりでよく分かっていた。パシ、ファンキーってなんだ。ファンキーはファンキー。ファンキーはファンキーだね。彼女とはうまくやれそうだなと思うことができた。行く行く、面白そうだしね。いいね、行こうみんなで。今度は4人でね。アーニャがアクセルを踏み込んで車が急発車する。雪に覆われた路面でもその程度でこの車はへこたれたりしない。胸が高鳴った。そういえば私は幽霊のくせに鼓動はあるみたい。お？今度の誘拐犯の人は面白そうでいいな。出し抜けに名前はまだないさんが言った。誘拐犯？そういえばそうだった。第一、あなたたちの名前も知らないよ。これは誘拐か。いや、そうかもしれない。だって私何の説明も受けてないでノリでついてきただけだしさ。誘拐だね。にわかに車内に緊張感が走った。そうなのだ、これはほとんど誘拐だ。でもパシフィカさんやアーニャもそれを知らない。さやこちゃん、もしかして説明しないで連れてきたの？この子もなんでついてきたの？楽しいからね。ハムを食べるのに忙しくて。ハム？大丈夫らしい。あ、大丈夫。いい意味の方の誘拐だから。いい意味ってなんだよ。あの教会の人はこの町がどんなとことか教えてくれなかったし、女の子といる方が楽しいし、みんないい人っぽいし。それならいいわね。だっていいんだから。名前はまだないさんが納得しているならそれでいいのかな。しばらくみんな無言になった。窓の外の風景はどんどん寂しくなってグラデーションみたいにいつの間にか何にもない雪原だけになっていた。あ、動いてる。街の外。この先には何があるんだろう。そういえば言ってたね。歓迎会をしなきゃいけないわ。パシフィカさんが言った。スナック菓子にはもう飽きたみたい。歓迎会？それをやるために集まったのよ。
字面だけ見たらすごいね。歓迎会にだってされるとこだったんだね。わお、サプライズバディ。それなんですけど、歓迎会じゃなくてお誕生日会にしませんか？その方がもっとお祝いっぽいし。幽霊のお誕生日会？熱いねそれ。熱いか。激アツ？誕生日プレゼントに名前をあげたらどうかなって。いいね。素敵。さやこちゃん才能あるわね。何の才能だろう。私たちはケラケラと笑った。でもアーニャは黙っていて、それは運転が大変だからなんだろうと思っていた。お？不穏か？どうやらそうではなかった。お、いいお知らせもくれ。さてここで残念なお知らせだ。咳払いとともにアーニャが言う。この車はどこまでも走れるようにすごいエンジンを積んで、すごい燃料を積んでいる。燃料入れ？どれぐらいすごいかというと、各部の摩擦を抜きにすれば、無補給で半永久的に稼働し続けられるくらいすごい。へえ。っていうかぶっちゃけ兵器みたいなもんだよこれ。お、が調子悪いっぽくて残念でしょうがないんだが、おー、爆発する。すごいネットミームみたいなマットみたいなのが出てきた。逃げなきゃ。じゃあここから徒歩か。30秒もない。爆発は半径数百メートルに及んで地表がめくれ上がって死の灰が降りる。これは客観的な現実だ。よって現実的な対処として誕生会を30秒で済ませることを提案する。半径数百メートル。パシ諦めてベストを尽くせ。25秒。25秒でプレゼントを渡する。分かったわ。ではプレゼント。22秒。あなたの名前はハムじゃなくて18秒。夜さん、夜にあったから夜。アーニャと夜ね。とっさに考えたにしてはいい名前だったんじゃないかと思った。それ幽霊は夜のものだから、あの町の幽霊はみんな夜さんになっちゃうかもだけど。でもこの人たちには漢字っていう概念がないから、それは永遠にバレないだろうなと思う。私の中に彼女がいる。彼女は私の中にいる。私だけの秘密。とか思ってる間に時間は過ぎる。18秒を過ぎたわ。ストレートでいいわね。そのままって感じ。いいわ、その調子よ。逃げよう。いい名前、最高だ。10秒。夜さん、誕生日おめでとう。7秒。大事なことがたった9秒で終わった。でもその慌ただしさは現実っぽくて安心する。友達になりましょう。4秒。時間の流れは温度みたいなものだ。遡ることも冷たくなると同じで。動く。これからよろしくな。2秒。もうダメだ。だから慌ただしさはなんだか温かい。幽霊の街へようこそ。幸せな温度。はいおしまい。本日の配信は
これで終わり。かくして私たちの物語が始まった。そんな気がした。これゴミ捨て場に戻るのかな。夏いいなあ。このアナログっぽい感じの。どこを見渡しても、また間違えた。 X をしちゃった。夏。季節が変わった。コンビニで涼でいいのかなを取る中学生のグループも、日陰でぼーっとするお年寄りも、どこかの公園で騒いでる小学生のキャーキャーという声も。私は自転車を漕いでいて、その日のために買ってもらったサンダルが早くも靴ずれ始めているのを感じた。でも私は我慢するだろうなと思った。映画の間は座っていられるから、それだけの辛抱だし。映画を見に行くのか。おっと、信号だ。効きの悪いブレーキをぐっと強く握りしめて、やっと自転車が穏やかに速度を緩めた。それでも完全にはなかなか止まらなくて、足で踏ん張って無理やり止まってからハッとする。しまった。これじゃいつもの私みたい。遠い外国からやってきた。とびっきりに可愛い、でも着慣れない生地のワンピース。その何とも言えない新しさの匂いに自分の匂いが混じっていくのを感じた。人間時代のさよこかな。あの子が不快に思わないといいけどな。信号が青になる。またペダルをこぐ。汗が風に溶けていく。気持ちがいい。駅前で待ち合わせだった。あの子を待たせたくないから急がなきゃ。住宅街を大きなスーパーの前を、ロータリーをぐんぐんと抜けて。信号に引っかかったのはあれっきり。ラッキー。いた。まだ私に気づいていない。どうやって声をかけようかな。これはきっと最後だから、いい声のかけ方があるはず。私はありがちな夏の一部だった。どこにでもいる夏休みの小学生。映画楽しみだな。2話が終了しました。3話目だね。とりあえずいい時間なので、今日はこれぐらいで終わろうかなって思います。また新しい子が出てくるね、3話目で。どこだろう。なんかいろいろあるね。まだわからないことだらけだね。服売ってるウィッグとかもある。ここであれかな、変装用具揃えたのかな。で、全部で5話らしいです。このゲームはシーズン1って書いてあるんだけど、シーズン2がまだね発表されてないんだよね。だからお楽しみという感じになりますね。で、次回から3話続き言っていきます。いや、いいね。始まったって感じだね。どうなるか楽しみだな。もしかしたらこのシーズン1で全てはわからないのかもね。よし、では
いい時間になりましたね。1話結構長かったね。まあ土曜日だからいっか。夜更かししてこ。はい、というわけで本日は遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。明日配信あるかどうかは明日の僕次第ということで、いつものように X をチェックしていただけると助かります。楽しかった。次も楽しみだね。この可愛い、また可愛い女の子が出てくるね。はい、というわけで本日はここで終わりにしたいと思います。おやすみ。また次回よろしくね。バイバイ。